こんばんは。11月29日金曜日20時のコマリンライブ開始しました。よろしくお願いします。本日の制作はじゃじゃーん。風景レジンを作ろうと思うのですが、私今まで風景レジンはこの配信ライブでも作り方動画は出してないか、ライブで何回か作っていると思うのですが、今までは半円型とかね、半雫型とか、なんちゅうんや、2個を合体さすモールド、ああいうので作ってたんだよね、今までの人生。風景レジン。こういうので1個ずつ作って、ガーン、バシャーンでくっつけた場所に気泡発生みたいな、そんな感じで、こういうピントが合うかなね、こういう風景レジンは過去にすべて合体タイプで作っていたのですが、本日はじゃん、こんな感じの最初から丸くなってるモールドで作ろうと思っております。よろしくお願いします。で、タイトルにあります通り、私ね、ライブ前に1回だけ作っとんねん。1個だけ作ってみたねんけど、めっちゃ簡単やった、半円より。なんで、ワンチャン初心者の方もいけんかなってぐらい簡単やってんけど、あれ気のせいかな。ちなみに作り方の参考にしたのはね、ちょうど1ヶ月前ぐらいに販売しました。こちらの本、私も4アイテム作り方を執筆させていただいたのですが、この本の中でトミーさんという方がね、風景レジンの得意なトミーさんが書いてたんだよね、作り方を。こんな感じで。こう。で、私これ仕上がってる作品だけもう見てたもんだから、撮影の時に。どうやって作ってるやろって思ってで、いざ本を読んでみたら、まさかの貼り合わせじゃなくて球体でやってるやんって思って、びっくりしたねんけど、こっちの方が簡単じゃないかな。貼り合わせる時の記法問題がないからね。そんな感じで、これを参考にして作ってみようと思いますのでね、いろいろ書いてくれてるんですが、よろしくお願いします。小森さんの簡単は簡単じゃないって言ってる。どうやらちょっと見てみてさ、判別してほしい。これは簡単なのかって、少なくとも半円より簡単に感じた。試しに作ってみたのはこちら。問題が一つあって、球体モールドってね、みんなからすんごい見にくいんだよね。それが問題かな。こんな感じの作品を一つに作ったんですが、これ横とか裏とかどうなってるか気になるでしょ？ちょっとそれ作った後に見せるね、お楽しみにしといてもらうということで、ちょっと机の下に転がってっちゃった。もうダメだ。もう見せれんわ、配信中。机の奥行っちゃった。転がってっちゃったということで、本日もよろしくお願いします。早速たくさんのコメントがありがとうございます。ね、初心者の方も見てくれてるから、これできるかどうか判定してほしい。私はできる。私でもできそうだと思ったのか、いや、やっぱり困りがおかしいよ。なのか、どっちか教えてほしい。完成した後にね。ということで、よろしくお願いします。そして今日使用するものですが、材料を概要欄に全部貼ってはいるのですが、特別に今日登場するアイテムも貼っておりますが、こちらが、メルカリでゲットした個人の方が手作りしている風景シートです。これはふわふわりさんという困りっ子の方が作ったものですので、こちらリンクをメルカリで買えるのでね、その方のリンクも概要欄に貼ってます。で、あとは練り消しも使うと思うねんけど、一応これ一応ね、その本の作り方を書いたトミーさんがね、監修っていうか、いろいろと、お試しをして作ったやつやねんけど、別にどれでもいいよね。雲になる練り消しやったら。100均になかなかないねんけどな。それを使って雲を作ろうかなと思っております。よろしくお願いします。
さっきセリア行ってきたけど、アクスタモールドなかったって。あれ ?1 週間経ったのにまだないんだね。やっぱもう店もついてきてないんかな。こんばんは、初コメです。よろしくお願いしますって。嬉しい、初コメありがとうございます。今から作っていくので、お楽しみに。ありがとうございます。嬉しいね、初コメ。ほほほ。おやつにグラコロを食べたせいで、夕飯でお腹パンパンって、グラコロはもうご飯だよね、あれね。ご飯レベルな気する。私も食べなきゃどっかのタイミングで。ということで作っていこうと思うのですが、まず先にお空の色を作っておこうと思いますよ。じゃん。ちなみに今回使うモールドは、セリアに売ってる球体モールドね。玉モールドじゃない。ただこれね、生産終了してるんで、今店舗に出てる分で終了っぽいので注意。で、この球体タイプは3つの大きさが出てるねんけど、今日使用するのはこの、20センチ、いや、19センチかな、これ。縦が19って書いてあるな。どういうことなんやろ。わからんけど。まあ、そのぐらいの一番でっかいやつ3つの中で。それを使おうと思いますよ。で、コマリンさんに質問で、ライブ私も YouTube でやろうと思うんですけど、コツとか気をつけることとかってありますか？だって。なんかね、いっぱいあるんだけど、どれ言えばいいかわからんな。このコマリンライブを初期から見とってくれた人わかると思うねんけど、最初の方結構嵐が入ってきたんだよね。嵐というのは、もうライブ配信してて、まだそんなに慣れてないこの場所やったらどこでもいいって感じで飛び込んできて、相手の困るコメントをして反応を楽しむ。まあ、おっさんだろうね、多分ね。おっさんみたいのが、序盤に結構現れたんだけど、そういうのが絶対来ると思うので、気をつけることはいろいろあると思うねんけど、心が折られる系はそいつやと思うんで、そういうのが来ることがあるっていうのを心構えにしとくといいかもしんない。で、チャンネル登録者だけコメントできるモードみたいなのあるねんけど、序盤それにした方がいいよね。序盤っていうかもう私ずっとそれにしてるねんけど、そういう人がよく来たから、最初の方。そういうこともある。それは心に留めといた方がいい気がするなそう。嵐おっさんだよね、大体ね。私のね、配信に来た嵐は大体おっさんっぽい人だった。もうとにかく誰でもいいから女の子が喋ってたら入ってきて、どこでもいいから入って、とりあえず困るコメントを書きたいみたいな人がおんねん、どうしてもね。そういうのが。ちょっと待って、19センチ。19センチの球体を作ります。このぐらいです。とか言って、ミリやった、ミリ。結構序盤のライブでね、来たよね。最初の方から見てる方は何回か目撃したことあるんじゃないかなという感じなんですが、そしてこのもう球体が19センチじゃなくて19ミリやったので、まあさ、この入れるシートをね、さっき本で見た感じ、レジン液を5分の1だけ流してその後にシートを入れるんだよね。だからこの真ん中の一番長い部分は2センチ幅あるねんけど、5分の1流した状態でシートを入れるということは、多分このシートは 1.5 センチ以内にしとけばちゃんと入ると思う。縦が怪しいかもしんない。縦がちょっと怪しいかもな。さっき作ったやつに合わせて比較したいのに縦が怪しい気がする、今。入れてみてダメやったらもう一回出せばいいや。とりあえず 1.5 センチ、縦横 1.5 センチぐらいのシートにすると無難かなって思っておりますが、これ作っていこうかなと思いますよ。おっとー、誕生日の方がいてるー。娘さんのお誕生日の方もいるし、今書いてくれてる方がお誕生日の、いい肉の日、私の誕生日ですっていう方もいてた。ねえ、今日、そして明日誕生日ですっていうね、方もいるし、たくさんいるじゃん、今日。おめでとうございます。3人見えたかな、今。ちゃんと見れてるかな、全部。もうね、なんやろうな、配信の質とか、画質とか音声に関してはやっていくうちに良くしていけばいいからね。
とりあえず、その防ぎたいというか、避けたいのが、その嵐が来ることで自分が焦っちゃうと、みんなも焦ってね、見てる人が疲れちゃうから、来た時に私は基本読まずに、全部削除、ブロックして何事もなかったかのようにするようにはしとんねんけど、そういうのが来る可能性があるってことを知っとくだけで結構違うかなという感じでした。ねえ。で、早速色を作っていこうかなと思っておりますよ。お友達誕生日ですって教えてくれてる。今日かな？祝ったんかな？ 11 月、今日私も誕生日ですって言ってる。大変、なんかすごい多い今日、序盤から。おめでとうございます。パチ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 。私のマミーの誕生日です。大変すごいたくさん誕生日の方がいて、もうみんな祝ってくれてる方もよくわからなくなっていく。とにかくめでたいね。こんなめでたい日はケーキとかこの後買いに行っちゃおうかな、コンビニに。そんな気持ちになっていく。ということで、まず色を作ろうと思うのですが、こちらレジン本におすすめされてて4色作ろうと思うのですが、その4色はね、もうとっても簡単。なぜなら原色だけだから。原色で夕暮れっぽいのできるっぽいよ。使う色がピンク、オレンジ、紫、青やねんけど、まあ私がもともと夕暮れとか風景レジン使うときに使ってた色と一緒かな、ほぼ。一緒かなっていうか一緒だね。やっぱこの辺は風景レジンの王道カラーになるんかな。で、慣れてくるとね、黄色入れたり水色入れたりとかいろいろできる気するな。そんな感じで今日は基本の4色でやってみようかなと思っております。定期便来ましたって、ありがとうございます。定期便ね、今月のどっかでやりたいと思っとるねんな。どこでやろうかな。いい。で、この色濃度がよくわからん。色濃度はもうフィーリングで。ちょっと入れすぎたかもしんない。オレンジじゃないピンク。フィーリングでいいや、もう。よくわかんないから。こんぐらいかなーって。そして、これ作っていくうちに後でわかると思うねんけど、色をね、結構流す。私こういうの作った時ね、この背面にだけ色つけとってんけど、今回は厚さ5ミリぐらいの場所に色流すもんで、結構薄く作ってもいいんかよくわかんないよね、もうよく。濃すぎるといやでも濃すぎた方が、色がパッキリしてる方が綺麗なんかな、風景レジン。色がね、よくわかんないもん、濃度が。勢いで決めようって感じかな。とりあえず混ぜてみてから考えようか。絞りました。混ぜます。先にね、色を作っとくと気泡抜けるんで、とりあえず作っとくという感じです。すごい。お誕生日を祝ってる方もたくさんいてね、ありがとうございます。ほんと皆さんおめでとうございますっていうぐらいたくさんの方がお誕生日だったね、今日ね。そして耳だけ族でお邪魔の方もありがとうね。頑張ろうね、作業。バチコリ作っていこう。ということで、までしていきます。多分、2時間かからんと思うけどな。玉がちっちゃいせいもあるけど、しまった。混ぜる前に1個やっときたいことある。混ぜる前に、まずね、最初に球体の5分の1にレジン液を流すっていう工程があったんだよね、最初に。ただ5分の1よくわからんねんな。どんぐらいか。主人が12月3日誕生日です。お昼配信リアタイ無理なので、今日祝ってほしいです。だって。キャー、お誕生日おめでとう。もしかしてご主人もコマリンレジンの存在を知ってるんかなね、大阪オフに来てくださった方やで。ご主人も知ってるんかな。ありがとうございます。12月3日、やばい、もう12月なるやん、もうすぐね。素敵な1年になりますように。フライング祝いも大歓迎って感じだよね。で、5分の1入れてくださいって書いてあったねんけど、本に5分の1がようわからんねんもん、どんぐらいが5分の1か。だからなんとなく入れた5分の1。これちょっとこのまま置いとくね。5分の1入れました。
でも配信では全然見えませんという感じで置いておきます。おー、バチコリ知ってるんや。嬉しいなぁ。もうね、家でテレビでコマリンライブ見てるから旦那もすごい聞き慣れてるみたいなことよく言ってもらえてめっちゃ嬉しい。恥ずかしい。変なこと言ってへんかな、私大丈夫かなこの配信。さあ、ボトルがクリスマスだって、今月のね、私がいつも使ってるレジンは、今月は、毎月ボトルが変わるのですが、今月はクリスマスだよーんっていう感じでした。イルミネーション見に行きたい。来週行こうかなって思ってる、ちょっとどっかのイルミネーションに。冬といえば、イルミネーションだよね。おっと、今日は嬉しいことがありました。こまりさんにインスタの投稿にいいねを押してもらって、すごくモチベが上がりましたって。モチベが上がってもらえて嬉しい。こちらこそありがとうございます。最近インスタがおかしくなっちゃってね、なんかみんなの投稿が出てこないというか、出てこないんで、もう、なんやろな、通知にあるアイコン、目についたやつ、とりあえず、遊びに行ってるみたいな使い方しとるねんけど、最近。ね、それで偶然見に行けたんかもなーって思うんやけど、そう言ってもらえると嬉しい。ありがとうございます。よかった、いいことになってて。ね、みんなにお祝いされて嬉しいし、こんなにお祝いしてもらったら絶対いいことあるよね、今年ね。ぐる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 。今年っていうかもう今年終わるじゃん。よく考えたらやばいやばい。11月の配信今日最後っぽいで。どうしようね。あと1ヶ月で終わっちゃうんだけど。どうしようって感じやな。2個できましたと。あ、こんばんは。いい肉の日なので、豚肉、牛肉食べましたよってお母さん来た。私今日鮭食べたんだけど、肉の日なのに。鮭食べちゃった今日。やっぱ今日はみんな肉食べたんかな。あ、でも鮭やけど、もう一個のメニューに鶏肉入ってたな。やっぱいい肉の日だからローストビーフとか食べた方が良かったかもしんない。今日は、もしかして肉の日だから、いつもと違うメニューやった方ぜひ教えてね。みんな、何食べたのとか言って。あと1ヶ月で終わる。今年がやばい。何も記憶ない今年忙しすぎて。何したっけって感じ。でも上のオフとかのあたりも今年やったんやな。すごい早く感じて、はるか昔に感じるけど。なんだかしみじみしてしまう年の瀬という感じですね。ポークカレーとかいいな。カレーもいいな。カレーじゃない、カレーかな。さっきも私、嵐の発音がアーティストのグループの嵐の発音やったらしい。嵐っていうんかもしかして。おじさんの方のやつは。ちょっとわからへんよな。そういうさ、文字でほとんど使われる言葉ってイントネーション間違ってたりするよね、結構。私結構困りかみたいな。聞かれるねんけど、私もよくわからんねん、自分の名前。イントネーション。で、言われるのは半々ぐらい。こまりさんっていう人と、こまりさんっていう人と、クロッチ社長こまりさんって言うんだよね。半々ぐらい。で、私もわからんねん、どっちが正解か。イントネーションむずい。キャー、みんなのご飯が書いてある。やばい、ローストビーフ出たー。美味しそう。しかもローストポークも美味しそうやし。グラコロ今の時期人気だね。いいね。ロールキャベツ。なんか今日カレーの方多くない？あれ？カツカレーに牛と鶏入れました。グラコロ食べましたって。焼き鳥作ってくれてますって。いいなぁ。お寿司食べましたって。お寿司も食べたい。もう何でもいいから食べたくなっていく。できたー。ね、これで4食完成しましたね。何でもいいから食べたい。美味しいもの。そっか、もう言うならば大豆も畑の肉だからもう OK。何でも OK。でね、これ色ができたんですが、
その間にね、さっき5分の1だけレジンを流したやつ、どっち側やったかわからんくなっちゃったもん。あ、こっちだね。これをまず、硬化したいんだよね。5分の1だけ流したやつを、硬化する。そこの余白がなんか、仕事するらしい立体感を出す。これね、硬化するんですが、眩しいんでこっち見しとこうか。今ちょっとカオスが起きてるね、この辺。カオスゾーンをお見せしておきまして、あ、パンクマちゃん。パンクマちゃん。上野の展示、もうほぼ1年前ぐらい。いや、そんなことないか、2月13、19やっけ、13やっけ、忘れちった。でもあっという間に1年経ったってなりそうだよね。うわー、昨日ローストビーフ丼食べました。だっていいなー。ローストビーフ大好き。今お母さんがさ、おるからチャット欄に。で、来月実家帰るから、今アピっとくときっとローストビーフいつも手作りで作ってくれるねんけど、きっと作ってくれるから、ちょっとアピってるさっきからローストビーフコメントで。あれ、グラコロ食べてる方がいっぱいいるなぁ。そして、初米さん来てくれた。ありがとうございます。皆さん、はじめまして。私も今日、こまりさんからインスタでいいねいただいて、めちゃ嬉しかったので、チャットで記念日にしちゃいました。だって、そんな効果があるなら、いいね巡回しまくろうかな。みんな来てくれるんだったら嬉しい。ね、ありがとうございます。初めてコメントするのってすごい勇気いると思うねんけど、嬉しいな。ありがとうございます。ね、ぜひ楽しんでってください。あ、肉詰めピーマンですって登場してくれてる。いいな。肉詰めピーマンも好き。私ピーマン嫌いやねんけど、肉詰めピーマンだけ食べれるねん。なぜか。そんぐらい美味しいよね、あれ。誰かがハートも連発してくれてる。ありがとね。見えてるで。じゃあお母さんローストビーフお願いします。一緒に頼んでくれてる。ありがとう。優しい。感謝祭我が家は旦那氏がローストビーフ作ってくれましたって。アメリカはね、感謝祭だったんだよね、昨日。手作りってすごい美味しいよね、手作りのローストビーフ。で、5分の1のレジンを固めたところでね、もうこれ何も見えんくてごめんね、配信向けはないもんで球体モールド。次は、ここに薄くレジン液を伸ばすんだよね。こんな感じで、朝食スティックでちょんちょこ取って、まあこの辺に、4滴ぐらい垂らしたらいいんちゃう？で、とりあえず、角度をつけて、もうしっかりじゃなくてもいいと思う。広がったんかな？もうちょっといるか。とりあえず一面に薄く、カメラにぶつかるなって。広がった。そしたらね、シートを入れたいわけ。大きさがちょっと、高さがありすぎる気がする。入るかな？いや、ここが多分はみ出すと思うんだよな。シートを入れたいんだけどね、こっから。多分これちょっとでかいと感じてるから、ここを軽くカットしとこう。これでいけんかな？で、入れ方が、シートを、こう、ちょっと曲げて、なんかさ、今、パソコンの画面パッて見たら虫に見えてめっちゃ怖かってんけど、これ。で、これを、パコン入れました。そして、大きさちょうどよかった。ピチって貼り付ける。今、薄くレジン塗ったとこに。ピチッと貼り付いた。ちょっと角度を変えてね、ちゃんと貼り付いてるかなとか見て、なんか貼り付いてるっぽいよね。で、そしたらね、これ固めるねん、また。なんも見えんくて悪いねんけど。1分ぐらいでいいんちゃう？ちなみに私表面ライトで固めてるからあれやけど、裏表固めた方がいいっぽい、毎回。やばい、そんなこと言ってる間にめっちゃ祝ってるみんな。結婚記念日の方が言ってた。いつだろう。いい肉の日を結婚記念日にしたんや。おめでとうございます。1年前の今日インフルエンザで一家全滅してたので懐かしいですって。私も1年前自分の誕生日インフルエンザやったで。イベントと被ると覚えてるよね。今年は健康で
よかった。健康一番だね、やっぱりね。おめでとうございます。そうそう。武士にも見えんこともなかったかもしんない。ね、虫に見えたよね、ちょっとね。もしかしてこの後も見えるかな。怖い。なんか入ってるみたいに見えて怖い。でね、この後、レジン液を流すんだけど、3分の1の高さまで流すんだって、ここの時。3分の1の高さってどこやねんってな、わからへんねん、全然。結構山間でいいと思う。3分の1ってどこやろ。今3分の1なんかね、よくわからんな。で、ここで練り消し登場。練り消しを作る。ちなみにここの縁にどうしても液がつくんやけど、軽く伸ばしとくぐらいでいいと思う。こんな感じ。つくんやってね、やってるうちに。それは軽く伸ばしておくとして、今3分の1のとこまでレジン入れたんだけど、この工程で雲が入るんだよね。だから雲をコネコネしたい。でもどこに行ったかわかんなくなっちゃった。タミヤの横にいた。こんばんは。明日退院できるので、帰ったら早速レジンします。だって。いやー、ついに退院。お疲れ様です。本当にね、入院中もね、よくコメントしてくださってたんですが、ついに退院ということで、久しぶりにレジンできるんかなね、しばらくゆっくり、まだ回復が必要だと思うので、ゆっくりしてくださいね。そして、こんばんは。明日誕生日ですって。すごい。誕生日の方めっちゃ多い。今日すごいね。おめでとうございます。誕生日の方。明日も、今日も、来週も誕生日の方。結婚記念日の方。おめでとうございます。スマホの方が虫っぽく見えるらしい、これ。ちょっと蚊っぽく見えてムカつく。もう今の時期いなくなったからいいけどね、私、夏になるとすんごい蚊に噛まれるからね、めっちゃ警戒しちゃう。ムカついてくる、蚊に見えるとね。今いないから許してあろうか。で、これ、もうちょっとこねなきゃな、久しぶりに使うから。練り消しね、もし、この状態でもう完璧に、新品の状態で開封した方はね、最初このぐらいちっちゃいだけ取って、これを10分ぐらいこねなきゃダメ、最初は。マジで結構こねなきゃダメ。で、久しぶりに使うときは、5分ぐらいはこねときたいかな。いや、3分ぐらいでいいかな。久しぶりに使うときもちょっとこねないとね、柔らかくビヨーンって伸びるようにならないから、とりあえず新品開けたときは10分こねる。で、久しぶりのときは3分ぐらいこねたい。そんな感じで。多分どの練り消しもそうやと思う。トンボに見えます。確かに。ね、これモードから出したらトンボが何に変身するか楽しみだね。そうそう、10分ぐらいこねんとね、結構、フロッチャにも問い合わせ来るねん。練り消しを全然雲になりませんって問い合わせが来るねんけど、書いたかな、ここに。いや、書けよなぁ。最初10分こねなきゃダメですって書いた方がいいのに。いっぱい問い合わせ来るって言ってたから書けばよかったのにね。商品ページに書いたんやろうな。説明書に書けばいいのにな。だからそうやって返信するらしいねん。最初出したての時は10分ぐらいこねてくださいって返信するらしいねんけど、なんでパッケージに書かんかったんやろ。私はね、その分説明をしておけたらなと思いました。こんばんは。今日誕生日です。おめでとうございます。なんでこんな多いんやろ今日。すごいね。なんか多い。いい肉の日誕生日多い疑惑出てきたで、こうなってくるともう。ね、お祝いしてくれる方も、すごい大変なことになってるかもしれないけど、ありがとうございます。盛り上げてくださってね。間違えてさ、全然違うとこに作ってた。今日ね、そんな使わない。そこまで入れないから、雲。ね、これで雲ができましたので、これを、今レジン液3分の1まで入れたとこに入れるねんけど、2層でやるらしい、雲。だからね、今景色が、ちょっとみんなには見えにくいんやろうけど、こういう風に電柱が生えとるねんな。で、こっちが下、こっちが上やねん。で、雲は私は上に入れたくて、そんな感じで取った雲を、
上のとこにちょちょんって置きたい。でも本当にちょっとでいいや。さっきお試しで作ったやつ雲入れすぎたなって思ったから、今回マジでちょっとでいいや。2かけら ?2 かけらぐらいでいいや。2かけらの雲を入れる。ここに。この時のコツはね、モールドの壁肌にくっつけた方が雲っぽくなるんではないでしょうか。ね、こんな感じで2個、ちょいちょいと入れました。で、これはね、説明書によると沈めるって書いてあってんけど、なんかもう勝手に沈んでる気がするからもういいんじゃないかなって思うんだけどね。で、ちょっと壁の方にくっつくようにね、ピンセットで奥にグッと入れ込みました。で、これで一回硬化するんだよね、まず。硬化。じゃじゃーん。いや、誕生日ラッシュだし、こんな序盤からたくさん誕生日の方が見える。珍しい気がするなぁ。ねえ。そして今日は金曜日なのでね、たくさんの方が来てくれて嬉しいし、皆さん今週もお疲れ様でした。今週、天気が崩れてへんかったかな。兵庫ね、昨日1回だけめっちゃでっかい雷急になったんだよね、ドカーンって。びっくりした。雷雲がいっぱい発生してる気する。で、今ね、3分の1を流し、雲を入れたとこに、固めました。で、次、3分の2まで流すねん、次は。また。でも3分の2がどこかよくわからんで、もうこのぐらいでいいんじゃん。この辺で3分の2ちゃんってとこまで流して、また雲を入れるんだよね、2層目の。そんで多分立体感を出すんちゃうかなって思う。みんなの地域によってはさ、天気大荒れでやばいとこあったんちゃうかなって思う。2回目は雲の位置はね、ちょっとだけさっき雲を置いたとこより、ちょっとだけ下に置くって感じ。扱いにくい。本当にちょっとでいい。これを横長に広げる。横長雲になるように軽く広げて、もうね、ダニみたいなかけら入れとけばいいわ、もう。ちょっとにする、今回。ダニのかけらみたいにちょっと入れて、少ないかな。まあ、いっか、これでいいや。ね、これで3分の2までの液を流し、雲2回目を入れまして、もう一回こうか。そしてこの後、ついに色が入ってくって感じ。モールドの部分よりモールドから出した部分の方がちょっと長いかもしれない。そこもやるつもりではあるねんけど、今日。みんなの天気。新潟市昨日大量のあられが降りました。そっか、寒くなってくると。九州でもあられ降りました報告がある。寒いからあられになるんだ。この時期にね、大雨とかの雲が発生すると。今日寒くてとうとう足元のヒーターつけちゃったって。今日寒いよね、やっぱね。急に寒くなった気する。で、固まり前、もうちょっと固めとこうかな、これ。結構真ん中の辺って光届きにくいからね、もうちょっとだけ固めとくね。今、もうちょっととか言って1分ぐらい固めたねんけどな。ね、これで今こんな状態になっております。わかるかな？全然見えないじゃん。ちょっと1層目ちょっと2層目ちょっと雲入れたみたいに、こっちの下の方はもう何も入れんかった。で、こっからね、色入れが始まるわけなんだけど、色入れをする前に、高校のやつ取りたいかな、ここの。なるべくモールド動かさないように。取れた。これは取りたい、一回。取りました。こんばんは。今日は誕生日イブで、明日誕生日ですだって。おめでとうございます。11人目ぐらいきっと。今日すごい誕生日の方いてるねん。ね、おめでとうございます。明日お祝いしましょうね。素敵な一年になりますように。
チャット流れについていけないので見落としてたらごめんなさいって書いてくれてる方おるねんけど、私も同じこと思ってる今日。金曜日すごいね、たくさん参加してくださって嬉しいなぁと思っております。北海道函館雪降ってうっすら積もりましたって。きっと北海道とか東北めっちゃ寒いやろうな。こっちですら寒いから。今日初雪が舞いましただって。本州かな、どこやろうな、気になるな。でも寒いよね今日相当。さて、いよいよ色を流していくのですが、これねちょっとコツがあるっぽくて、まず最初にクリアレジンを流すんだよね。ちょっと軽く流して、とりあえず全面に広げるじゃん。厚さに2ミリ、1ミリ、2ミリ、そんな長さなかったんだけどね。で、この後に空の上の方の色を入れるっぽいんだよね。この時に傾けた方がいいと思う、モールド。だから上の方の色、青と紫を入れるんだよね、今から。で、何も見えんくなる、どうしよう。こういう感じで傾けつつ、スポイドで入れろって書いてあったねんけど、私スポイド持っとるねんけどさ、処理が嫌やねんな、レジン入れると。後から。めんどいっていうか、固めて捨てるだけやねんけど。これで別にいけると思う。これでね、まず、青色を入れる。一番上の色。青色入れる。ある程度入った。で、次に、青の下の紫を入れる。ここはもう傾けなくても入れれるかな。なんとこれで一回固めるっぽいんだよね。これで合ってるかな。一緒の本持ってる方合ってるかな。ちょっとここの工程いまいちね、説明じゃわからんかった。本の難しいとこやなって思った。変なとこ紫ついちゃった。でね、私ね、最近っていうか、結構作ってるうちに気づいてきたことやねんけど、球体とか雫型の風景レジンって、背面の色のグラデを、もうぼかさない方が仕上がり結構おしゃれになる気がして、今までって青と紫の間をこうぼかしたり頑張っとってんけど、ワンチャンぼかさなくても、なんちゅうの、光の乱反射みたいな感じで、球体とかやとね、勝手に色がボケてくれるんだよね、境界が。だからなんやろな、意識してぼかさなくても色ちょんちょん入れるだけでうまくいってへんかって最近気づいて、その方法でやったらね、さっきのやつできたんやけども、さっきのやつは机の下に転がってったりどっか行っちゃった。ね、これで今ね、クリアレジンを一面にビャーって流して、上の方に青入れて、その下に紫入れました。で、オレンジピンクまだ入れない。これで一回こうか。で、合ってると思うねんけど、説明書どうかなって喋りまくってる間に、初コメさんが来てくれた。嬉しい。ありがとうございます。今探そう。見つからへん。初チャットで緊張してます。まだ初心者ですが、娘にお名前りくまちゃんキーホルダーを作ってあげたら、ママすごいコマリンさんみたいと喜んでくれました。だって。嬉しい。ありがとうございます。娘ちゃんも知ってくれてるんよ、私のことを。コマリさんのおかげで親子の楽しい時間が増えましたって嬉しい。ねえ、あれその下に大好きです。7歳って書いてくれてる子は7歳の子がね、コメントしてくれたんかな。ね、ありがとう。嬉しい。お子さんに好きとかね、見てるって言ってもらえるのめっちゃ嬉しい。嬉しいし、お子さんに分かりやすい説明をしたいなーっていつも思ってるけど、あんまできてないかもなーとも思ってるんですが、ね、楽しんでくれてありがとうございます。で、今こんな感じになりましたね。そんなにね、ぼかしてないというか、もう流しっぱなしなんでムラムラなんやけど、多分これで問題ないと思う。で、この後にまた色入れるって感じ。
これをこうして、待って待って、ちょっと待って。今コメントしてくれてるね、当選したかもって来た方ね、決済方法を聞かれたんやろ。それ多分今流行りの詐欺メールやと思う、それ。インスタでね、当選したってメール来たけど、決済方法がわからなくて、キャンセルになりましたってやつ、今ね、あんねん、インスタに。当選したので、ここに情報を入力してくださいって来て、情報抜き取る系の、詐欺メールじゃないかなって思うねんけど、違うかな。たまにね、話題になる。今すごい、いろんな SNS で流行ってるから詐欺がね。普通、プレゼントとかに当選した時って、クレカで支払いとか発生しないんだよね、普通はね。このコマリンレジンのプレゼント企画もやねんけど、送り先の住所は尋ねるねんけど、クレカ番号とか、ここに送料入金してくださいとか、そういうの普通ないから、多分、そうじゃないかなって思っちゃった、私。ね、そんな話をしながら奥に青を流しまして、で、次紫を流し、ちょんちょん。ちょんちょん。で、次に、オレンジ、次ピンクか。次ピンク、最後オレンジって感じだと思う。ただ、この工程の後の説明がマジでわからんかったもんで、もう勝手にやろうと思うねんけど、モールドの5ミリ下までクリアレジンを流すっていう説明があって、それがマジで意味わからんもんで、申し訳ないねんけど、書いてもらったのに意味わからんとか言って、私の、読み解く力っていうのなんて言うんやろ。あれがね、ないもんで、わからんかってんな、そこがどうしても。ちょっと勝手に、モールドいっぱいじゃないとこまで、間違えてオレンジ先にやっちゃった。ピンクやったのに。まあ、いっか。適当でいいと思う。間違えてオレンジ流したが間にピンク入れとこう。だからね、勝手に判別をし、これ5ミリぐらい残すとこまで色を入れる。そう判断してんけど、それは合っとるかどうかわからんけど、でもちゃんとできたから多分大丈夫だと思う。だから5ミリぐらい残すとこまで色をどんどこ入れていく。深さ5ミリの残して色を入れるみたいな。ちょっと説明が難しいね、下手くそでね。でも最後の方はね、この縁につけると勝手に流れてくんで、液が下に。縁の方につけとけばいいよね、こうやって。読解力合ってる？読み方。読解力がない。警視庁捜査から電話かかってくる詐欺も流行ってるね。この前のお台場でも盛り上がったけど。警察ですって言って電話かかってくる詐欺今流行ってるよ、絶対。だってこのライブだけでかかってきた人こんなに何人もいるからおかしいもんね。そういうのも気をつけなきゃね。もう今あらゆる手段で詐欺ってくるからな。大丈夫かな。ご家族でコマリンレジを見てらっしゃる方、ほのぼのとしていて良いですねって。そうそう、結構多くて嬉しい。だからテレビでね見てくれてて、ついでにご家族の方も聞いてくれてるっていう方がすごい多くてね、最近嬉しいなと思う。ね、こんな感じで結構色が入りましたね。これをね一回固めたいんだよな。で、最後クリアレジンで締めたらいいんかなって、説明それで合ってたんかなってよくわからんかってんけど、これはとりあえず固めましょう。色濃すぎたかな、今日。詐欺ほんと怖いよね。5ミリがわからんってほんま、私もね、いまいち何ミリがよくわからんでね、適当にやってる。知らん番号からの電話出ずに絶対ググりますってわかる。私もかかってきた瞬間にもうそのスマホの上の方にその番号出てるじゃん。それは触らずに速攻ブラウザでその番号を検索するようにしてる。やばい、漢字間違えてる。読解力っていうらしい。何それ、初めて聞いた。
読解力。読解力じゃなくて読解力なんだ。なんでちっちゃい2なんやろうな。読解力がないらしいし、それをそもそも読めないらしい。スマホにも詐欺電話来まして。そうだよね。電話番号手当たり次第送ったんかなみたいなさ、SMS メッセージとかも来るよね。ね、こんな感じで色が流れてて、ちょっとほんのり色づいてて気になるよね。これどうなるかね。で、残りはもうクリアレジンでいいんじゃないかなと勝手に予想。これを満腹ポンにして、で、これでね、最後の効果をバチコリ3分ぐらいしよっかなと思いますので、少々お待ちください。その間は、この辺でも写しとくか、今作ってるものたちを。一回みんなのやつが読みたい。メンダコちゃん35人抽選のやつ。あ、私のやつってことか。ね、外れてる方は届いてないから、届かなかった時点で当たってないっていうことなんやけど、大丈夫かな？詐欺じゃないっぽくてよかった。メンダコか私の抽選販売のかな？ね、サイトに書いてあるねんけど、当たった方だけメール届く方式でやってるんでね。多分、当たらなかったっていうことで合ってると思う。うん。あ、めっちゃびっくりマーク書いてくれてた。いやでも詐欺じゃないならよかったね。夜中に詐欺メール来るけど、それはさすがに騙されないって。そうそう。変な時間に来るよね。多分海外からやってきてるっぽいから。で、文面にちょっとおかしい日本語とかあるんだよね。うん。あ、メール届いてます。ってことは多分期限までに決済しなかったんだと思う。3日以内に購入しなかった方はキャンセルになりますってメールに書いてあると思うねんけど。多分そうじゃないかなって思う。ね、ちょっと確認してみてもらえたらと思いますよ。日本語難しいね。で、これは一回ね、クルリンパとして、最近ね、インスタ乗っ取りが流行ってるから本当に気をつけなきゃだよね。インスタが乗っ取られると、まず乗っ取られた方から、DM が来るらしくて、なんかこれこれを手伝ってくださいみたいな感じでね、このアドレスにインスタのアカウントとパスワードを入れて手伝ってくださいみたいな感じで来るらしいねん。で、それを入力しちゃうと自分も乗っ取られるっていう、今そういうのが流行ってるらしいからね、気をつけなきゃだね。うん。昔主人家にいるのにご主人が事故を起こしましたと嘘警察から電話かかってきたので、いますよと言ったら、嘘つくなと言われたので変わりましょうかと言ったら、ブチ切られたことを思い出しましたって。やだそれさ、ちょうどご主人が隣におったからよかったけど、いなかったら結構焦っちゃうよね。本当に事故った時ってそういう感じでかかってきそうな気するから。隣におったからよかったけど、騙されちゃうね、それは。いやー、今いろんなのがあるから本当に気をつけなきゃいかんね。で、今、バチコリ固めておりますが、どうしよう。待ってね、もうちょっと、後で削りっこタイムの時にやろっかな、あれは。今日、ごちゃごちゃしてる。そして今日作った作品たちもここに積み上げられてる。これ今コーティング待ちやねん。サイドコーティングね。もうめんどくさいじゃん、サイドコーティング。全然やる気しない。サイドコーティング待ちたちがたくさんいる今。助けて。携帯に NTT から未払いで電話止めるぞ我ってくる。てかなんか矛盾してるよね、それね。携帯に来てるって時点でね、止まってないじゃんみたいな。そういうのも来る。私も支払いができてません迷惑メールが来すぎて、なんかいつか本当に来ても騙されそうな気する。騙されそうじゃないよ。気づけないかな、本当のやつが来ても。そんな気がするね。とにかくね、危ないのが、クレジットカード入力と、そうそう、個人情報入力が危険。あと LINE 誘導も怪しいらしい。LINE に誘導させるらしい。さ
あ、いけたんじゃないでしょうか。今2分しか固めてないけど、まあ、いっか。どうなったかな。ちなみにここまでの工程は、私的にはそんな難しくないって感じたんやけど、みんな的には難しかったんかな。それだけちょっと気になる。ってことで、これ今から頑張って出してみましょう。どうなったかな。いきまーす。あ、本当はあれか。レジンクリーナーとか流した方がいいかもしれないけど、力ずくでいけると思う、これ。いけー。おー。わー。どっか行っちゃった。あ、出た。あれ、雲少なすぎたかも。あ、でもかわいい。こんなことになった。わかるかな。ね、色がおしゃん。こんなことになりました。あ、雲もうちょっと多い方が良かったかな。これが難しいねんな、バランスが。さっきのやつと並べて見せたいのに下の方に転がってったな。みんな褒めてくれてる。嬉しい。コーティング待ちのお花レジンちゃんたち褒めてもらえてた。嬉しい。これも。そう、今日たくさん作った。また後で見せようかな。安産。レジンクリーナーつけんかったけどいけた。ほんまつけた方がいいかもしれんねんけど。虫はこうなった。虫はちゃんと成長したね。なんか立派な電柱に。なぜ気泡なく綺麗にできるんですかって。多分さ、半円じゃなければこうなるよね。作家のためとか、なんかサラサラタイプ使っとけば。何も対策しんでもなったで、こう。ねえ、綺麗って言ってもらえて嬉しい。でさ、やっぱさ、グラデの境界、色の境界ぼかさんかってんけどめんどくさくて。あ、ちょっとここにでっかい気泡入ってる。気泡ないって言ってくれたけど、嘘。あ、でもこれ埋めれるな、今から。ここに1個でっかいの入ってたけど、これ埋めれるね、今からまだ。ところどこありはするけど、今から埋めるって感じ。ね、とりあえず、なんとかなりましたので、ここから頑張って、いろんなところを修復し、こういうね、ちょっとだけ穴開いてるとこ、これも外から埋めれるんで、今から全部、ツルピカハゲマルにしていこうかなと思いますよ。お、今、こんばんはって来てくれた方も、いいとこで来てくださいました。可愛くなりましたよー。ガチ初心者には激ムズですって。やっぱムズいんか。初心者には難しいか、これ。私の感覚がね、おかしいだけで。でも半円よりはだいぶ簡単かなって思う。でね、そう、横から見るとこうなるねん。ちょっとボケてってるというか、ここ真横から見ると境界わかるねんけど、真横以外やともうほぼわからんと思う。そういう感じになる。真横の時だけこうなるけど、そこ以外やと、後ろが面白いかも、こんな感じで。ここは今から埋めるねんけどな、レジンで。そういう感じになるんじゃないかなという思います。で、やっぱり真正面から見るとすごい綺麗に見えるね。なんか知らんけどね。やっぱ初心者には難しいらしい。私おかしいね。で、今からね、僕穴などを修正しつつやっていこっかなと思いますよ。まず直したい場所は、ここにデカ気泡入ってんじゃん。これでいけるんちゃうかな。あと上で。じゃあ、一回ね、この状態で一回固めたい。これ中の方が固まってないパターンとかあるから、一回モールドから出した状態で硬化したいねん、ちょっと。でこっからひたすら修復だけするんで、とりあえず一回企画やっちゃおうかなって思う。難しいんかな。すごい、半円に比べれば簡単って思っちゃってた。で、時計。ね、ただいま。これセットしました。今からしばらくリカバリータイムが続くので、ここで企画をしようかなと思います。ただいま企画準備しておりますので、少々お待ちください。ほい、できた。なんか画面の色おかしない？ということで、ただいまからプレゼントチャンス始まりましたよ。
リアルタイムで見てくれてる方よかったらご応募くださいね。応募の仕方が表示されております。タイムは OK だった。もう街のシートたまたまあるからやってみます。ね、丸いモールドとシートあったらいけそうだよね。雲なくても全然可愛いと思うしね。で、固めました。今から直したいとこいっぱいあるんで直していきたいねんけど、一番目立つのはここのデカ気泡。これね、多分こっからいける。いけんかな。画鋲で届かんかな。画鋲でデカ気泡に向かってちょっと穴を開けたい。で、液流したい。届かんか？どこにある？届きそうだけどな。いや、届かんか。ちょっと乱暴な方法でやらせてもらっていいかな。気泡に液流したいもんで、見えてるかな？これね、今ちょうど、こうすると見やすいかな。ここにあるんだよね、気泡。これを消したい、まず。でも多分表から見たらわかんないんだけどね。これを消しますので、ちょっとうるさいの使うのでミュートにしてやります。あ、応募完了の方もありがとうございます。あ、そしてグッドボタンも嬉しい。ということで、まず気泡を倒していきましょう、今からね。しっかり静かにします。あ、ミュートにできてなかった。ミュートにできてなくてうるさいだけだった。今、気泡に向かって穴を開けたんですが、カラーレジン流した方がいいかな。気泡が入った場所がカラーレジンの場所の気がする。カラーレジン流そうかな。で、ここで登場するのが、ホジオではなく、ホジコだと思う、これは。ホジコじゃないと入んないと思う。ホジコで、この気泡と同じ色をここに、見えるかな？こんな感じで。見えるかな？自分の手の影が邪魔で見えない。ホジコでね、入れたいんだよね、ここに。こうやって、同じ色。あ、初コメです。今日の長女誕生日までコメントしないで待ってたら、当選連絡が先に来てしまいましたって。前回のね、マネとパンクマの看板を作った回で当選された方だ。ねえ、初コメントしに来てくれてありがとうございます。今日、ね、長女ちゃんの誕生日ということなんですが、なんとその前の回で当たったらしい。プレゼント企画に。っていうのをね、住所入力の時備考欄に書いててくださったんですが、おめでとうございます、長女ちゃん誕生日。ぜひぜひ、私の作品、長女ちゃんのものになるんかな。ね、今日の夕方発送したんで、来週届くと思うので、楽しみにしててくださいね。おめでとう、長女ちゃん。そう、落としてるけど、オフにするって言わなかったって。せやねん、オフにしたと思っとったねん。なっとったよね、めっちゃ。で、ここを埋めておきましょう。気泡が真上に上がってくるんで、なんやろな、気泡の出口がある穴を真上に向くように、作品を傾けて抜くみたいな。合ってる？説明。この出口の穴、気泡が真上に上がることを想定しつつ、角度を変えるみたいな。で、液流すみたいな。結構、今半分ぐらい埋まったかな。そんな感じで、この穴を埋めましょう。何事もなかったかのようにしましょうって感じだよね。応募完了って方もありがとうございます。そしてね、初コメさんに返信をしてくださってる方もありがとうございます。明日、次男が誕生日です。次男の名前で応募しました。だって。いやー、次男くんもおめでとう。明日土曜日じゃん。じゃあもう、バチコリ、家族でお祝いすることになるんかな。いや、びっくり。本当に今日誕生日の方が多いよね。今日付近誕生日の方のコメント、13人ぐらい来てへん、今んとこね。すごい多くてびっくり。ちょっと待って、全然
穴がちっちゃくて基本抜けてくんない。画鋲で広げるよ、そういう時は。画鋲でちょっとだけ穴を広げる。全然見えないかも。今日の作品ちっちゃいからみんな見にくくて申し訳ない。気泡の抜けが悪いので画鋲でちょっと穴を広げました。応募&グッドボタン押しましたって。ありがとう。グッドボタンも励みになっております。バチコリ応募っていう報告もね、嬉しい。ありがとうございます。いつか当たると思うから楽しみにしとってほしい。もう埋まったんちゃうかな、これで。まだか。もうちょっと。なんか、ほじこの先すごい曲がってる。いつの間にこんなに曲がったんだろう。ほじこがすごいひねくれてる？正確な歪みかな？なんかこんな鍵状になってたっけ？ほじこの先ちょっといつの間に曲がったんだろう。でもそこがまたいい仕事してる気する。ちょっと待って、ほじこじゃいまいち入らんな。まさかほじおの方が入れれるか？もしかして。ちょっと呼んでみようか。気泡が抜けないので、彼を呼んでみましょう。せーの。ほじお！私のほじこも曲がってきてましたって。そういうものなんかな、ほじこって。みんなほじこ曲がってるじゃん。そういうものか。ほじお来た。ちょっとほじこじゃなんかうまく下の方まで抜けれないか。ほじおの方が取れる。ほじおの方がいけるな。ほじお上手。ほじこより仕事する。わかるかな？こう、ほじおを入れると泡がね、表にぴょんって浮いてくんねんけど、これがね、中の気泡が浮いてきてるってことだから、とにかく表に泡が出てくるとうまくいってるって感じ。で、こう角度を変えて、ほじおでどんどん中の泡を出していく。そしてもう、こう入れてるうちに液がどんどんなくなってくるからね。足すんだよね。液が減ってきたら。足して、ちょっとオレンジ浮いてるな。ピンク入れた方が良かったかな、ここ。どんどん液減ってくるんで。液が減ってくると空気も出てこなくなっちゃうんでね。穴の上に乗せとくみたいな感じ。この奥の方にある。空気取るの大変やな。浮いてこんかな、こうしたら。そう、ほじおできる男感。めっちゃ、ほじお呼んでもらってた、いっぱい。嬉しいね、ほじお。あと一粒の気泡やねんけど、すごい奥の方にいて出てこない。角度変えたら浮いてきそうな気するねんけどな。こうかな。もうちょっとなのにな。頑張れ、ほじお。液が足りないな、多分。これどうや？もうね、ほぼ消えてきてる、穴は。あと、ダニ3匹分ぐらいのでかさ。これで、抜けたらね、他のとこも直していきたいと思うねんけど、結局やっぱりさ、レジンってこういう直すとこがさ、一番大変だよねっていつも思う。ほじおの先がもうちょっと曲がってたらな。ここはほじこなんじゃないかな。出遅れました。応募とグッドボタン完了してから来ましたってありがとうございます。もう金曜日はね、忙しい中来てくれる方も嬉しいです。お疲れ様です。ほじこでいけた。奥の方の取れんかったやつ。ほじこの先の曲がってるとこでちゃんと取れた。これでね、全気泡が出せたと思う。表に。で、液で埋まった。待って。ずっと何も見えんとこでやってる。今日はちっちゃい作品だからね、拡大して頑張ってるんやけど、なんか見えてへんかった、全然。でももうちょっとだけいる気がする、気泡が。完全に取りたい。あとちょっと。あとダニ1匹分ぐらい。ほじこ、ここ、頑張って。いけたかな気泡を取るってより、なんやろな。ほじこの先で気泡に触るみたいな。そうすると、そこの空気が、ほじこを伝って外に出るんやけど。
いけたかな。こうなってくるとね、球体の表から開けた方が早かったなって思う、正直。周りくどいことしすぎたな。多分、でもな、まだ気になる。これ気になってさ、ここでまた20分とかかけるんじゃないの？私も穴埋めやってみたけど、うまくいかないでしたって。ね、これ正直ね、こっちからこう開けた方が簡単やったなって今思ってる。思ったより深かったから。なってるじゃん。ということで企画が、もうこの穴埋めてる間に10分経ったってことでしょ、これ。やっぱりさ、リカバリーが大変だね、レリンはね。ということで、企画はこれにて終了となりました。ご応募くださった方ありがとう。ホジコ、やっぱりホジコボロボロ民たくさんいる。耐久度がいまいちなんかな。そう思うとやっぱり最強なのはホジオなんかなって感じだよね。もうちょっとで取れるのにな、全部。あと、そう、ダニ見たことないけどな。あと1匹分が出てこない。私みたいにこう、根気よくやっても取れない方に最終手段を説明すると、ここの穴からこっちに入れると取れないじゃん。もうこっちからこういっちゃってもいい。こういっちゃってもいいんだよね、別に。見えるかな、こう。ちょっとやってみるね。2箇所に穴開けちゃった状態、今。2箇所に。1個の深い気泡に向けて2箇所から穴開けた状態ねんけど。とにかく何でもいい。手段は問わないから埋めろって感じ。これで埋まると思う、こっちからも行ったら。あれ、よくわかんなくなっちゃった。本当にでかい気泡だったんだな、これ。2箇所法で。本当に2箇所法でいけるのかなんか、すごいくどい。いた。2箇所法で、もうとにかく意地で埋めろって感じかな。いや、でも本当になんかすごい変な開き方したみたいでかなり時間がかかっておりますが、意地で埋めたい。ちなみにこれ今日、プレゼントにしたいと思ってるんだよな。だからプレゼントする方のためになるべく、バチコリな状態でお届けしたい気持ちではありますね。あとここだけや。あとここだけやねんけどな。こいつが出てこんな、なかなか。この角度でいったらいけんかな。いけたかも。ついに取れたかも。今日。いけたかな？多分いけた、これで。やっと、気泡が取れた気がする。あるかな、これ。多分いけた。これね、とりあえずまずここができたら硬化したいんだよね、一回。で、まだ他にもね、気になる場所がいっぱいあるもんで、そこも直していこうと思います。もう今回はモールドのところより、後から直したいとこ直す工程の方が多いんじゃないかなって思う。ということで、この状態で大丈夫かな？一回硬化します。逃げろー。この間、セリアでやっとホジコに出会いました。買い占めました。そうだよね、ホジコってさ、どこでもあるわけじゃないっぽいよね、みんなのコメント見てると。意外と置いてないとこもある気がする。埋まったかな？次に、ちょっと埋まったっていうか、ちょっとちっちゃくなったってだけで埋まってないけど、許してもらおうか、プレゼントっていうことで。次にやりたいのが、ここかな。これは簡単。これは表面に開いてるもんで、ホジコでちょんちょんってそこに入れるだけだよね。これに関しては。中じゃないからね、レジンの。表面にあるやつは、こう、ホジコでしっかりと、ホジホジとし、
分ね、こういうちっちゃいやつは結構いっぱいできる気がする。球体モールド。で、ちなみにね、モールドが古くなってってもできやすくなるから注意だよね。で、埋まったので固めます。そして地獄の研磨も待ってるからね、この後。私は気泡の取るやつのややこしさのせいですごい難しく見えちゃったかもしんない。私さっきね、1個目に作ったやつね、1個もできなかったんだよね、気泡が。そのせいで余計簡単に感じちゃったんかもしれんけど、みんな見てる感じ難しそうに感じていく。ほじこの相方。私も。これね、レジン液混ぜるとき使ってる私も。レジン液混ぜたり、モールドの縁についたレジンをシュッて取るときに。ほじこの相方、2本セットで売ってるもんね。球体削るんで今日噛みやすかなって思う。他は大丈夫かな。他ちょっと表面にちっちゃいやつとかあるねんけど、これはもうみんなには見えないかもしれないな。全然ピントも合わないし。こんなちっちゃい気泡とかもある。そこも軽く埋めとく。他はないかな。ここも怪しいかな。なんか謎段差があるかも。とにかくちょっとへこんでる場所は全部埋めとく。この後ヤスリの時に鳴らせばいいからね。他の場所は大丈夫かな。ここもね、後で安いで削るねんな。削ってから持った方がいいかな。とりあえずちっちゃい穴たちをいっぱい埋めました。なるほどね。これがほじくりほじおで、これがほじこで、これの名前決める？これ。この人の名前決める？みんながほじこの相方って呼んでる。ほじよ、ほじみ。ほじこ取り寄せしてみますって。取り寄せされたい方がおったら、あれ出そっかな。あった。これちょっと今ほじこだけいない状態ねんけど、こういうパッケージなんやけど、取り寄せたい方、これでいけると思う。ここ見せてもらったら。ここをね、スクショしてもらって、店員さんがピッてやると取り寄せれるらしいんでね。あんまり置いてないっぽいよね、どうやら。ほじみ。気泡トリコ。でもこの子気泡鳥ではないよね、用途。どっちかっていうとはみ出してる液とかをどうにかしたり、私の場合ね。あと、たまに混ぜするとき、カラーレジン。その時に使ってる。ほじよ、ほじこ、もう一人誰や？ということで、これ削ってみましょう。ちょっと待ってね、難しいとこやねんけど、ここ先に持ってから削るか、削ってから盛るかで迷ったねんけど、さっき作った時は持ってから削ったら、ここが結構ボコッとしちゃったから、一回削ってから盛る方にしてみよう。盛るというのはこの丸の欠けてる部分を足す工程があるんだよね、この後。みんな考えてくれてる。まぜこ、はみこ、ほじた、へらこ、まぜみ、へらこ。ハーミー、ハミルトン、ほじった、ほじへらこ。ちょっとヘラこヘラありかもしんないね。ひらおもいいね。ほじたヘラミ。ほじさ。なんでもありじゃん。どうしようね。ちょっとまずこう削りながらさ、考えよっか、どうするか。ヘラよくない？ヘラ。麺ヘラコやばい。麺ヘラコ。確かに、麺ってさ、表面の麺でしょ、きっと。名字付きやばい。麺ヘラコいいんじゃない？ちょっと、やばそうな感じして。でも覚えれるかな、私。名字付きってとこがポイントだよね。
これでさ、ほじことなんか、一騒動起きそうだよね。みんながね、いろんなお名前考えてくれてありがとうございます。そう、でもなかなか登場はしないと思う、配信に。私も配信外でたまに使うぐらいだから、なんなら今日初登場で最後かもしんない。もう出てこない、超絶レアキャラになるかもしれない、メンヘラ子ちゃん。ね、三角関係が起きちゃうからね、女子2人と、男1人だからね。そこだけ気をつけて扱っていかなきゃいけない。あ、違うな。結構分厚いから、エクストリームくんの方がいいや、ここは。いや、でもそんなに本当に使ってなくてね、余っちゃうんだよね、どうしても。補充ばっか使うから。で、補充壊れたって言って買い足すと、どうしてもメンヘラ子もついてくるもんで、メンヘラ子だけいっぱい余ってる。まずね、ここの、なんと言うんやろう。このモールドの端っこの部分、ガクッとしてる場所を整えまして、ここを整えました。ちょっとね、ぷっと、ペラッとしてる感じ。ここを一回まっすぐに整えて、で、ここに、ジェルクリーナーでこうやって粉取りまして、丸を細くしたいって感じ。残りを丸の。やり方は、こう置いて、もうレジン液を、いっぱい粉ついてる。ちょっと待って、ジェルクリーナーと思って取ったら練り消しだった。やだ。見た目が似てる。騙された。練り消しでこうやろうとしてた。もう騙された。ジェルクリーナーで取りまして、ヘラ子を保持用に改良して使うってやつ やろうとしたね、私。全然ダメやった。なんか、ちゃうものができて捨てたもん。似すぎだよね。騙された。ここにちょーんと乗せて、表面張力でちょうど球体を補うみたいにしたいわけ。だから量が結構大事。今ちょうどいい気がする、量が。これね、真横とかから見るとね、ちゃんとちょうどいい量が乗せれてるとね、勝手に球体になってるんだよね。いや、もうちょっと、いや、これでいいと思う。ちょっと足りんかな。ピント合わせれるかな。練り消しにピントいってる。こっち、こいつのせいで。いけるか、ピント。ここに会いたいんだよ。もうちょっといる気がする、液量。ぴったりバチコリの量を乗せると、見事なね、球体になってくれるんだけどね。もうちょっとだね、多分。こんなもんかなって思う。こんな状態で一回硬化したいんだよね。で、表面張力で勝手に丸なるで。アホライトはアホライトがいないな。今日いっぱい使ったのにどこ行ったんだろう。下のランか。で、ここを硬化しておく。上につく？大丈夫？ギリギリのギリでつきそう。危ない。ちょっと。ギリギリのギリ。硬化しておく。そうね、けしくんが今日は、普段ね、なかなか登場しないからね、配信に。一生懸命アピってるかもしれない。メンヘラ子、好評でよかった。ねえ、ほじこほんとすごいよね。あれ、なんか変なさ、ちょっと足りんかったくさいな、息が。ちょっとへこんでて足りんかったくさい。ちなみにこの後まだね、全面を削るので、その時に整えればいいかなって感じ。丸に
この足りない部分に関してはね。ちょっと足りてなかった気するから、ちょっとだけ足しとこうか。ちなみにこの後やることは、全面を削り、ヒートン穴を開け、ヒートンを入れ、そして最後にコーティング。ドボンじゃなくて、なんやろ、ドバドバコーティング？ぶっかける感じ。私のコーティングは。そのやり方をするんじゃないかなと思っております。もうちょっと固めた方がいいか、しっかり。この後に全体を削ろうかなという感じですね。で、みんなのコメントを読ませていただきます。みんななんかもしかしてやけどさ、今名前をさ、考えてくれとる人、時差配信になってるかもしんないね。YouTube って入室した時に、自分だけ10分前とかに飛ばされてるパターンあるねんけど、それなってる方何人かいる気がする。大丈夫かな？ジェルクリーナーブルーが好きで今日も買ってきましたって。私も今白使っとるねんけど、この後ブルーに戻ると思う。ブルーいっぱいあるねん。やっぱ白はあっという間なくなったね。ちょっと少ないんだよね、確かブルーより。違ったっけ？あれ多いんだっけな？なんかすぐなくなった。ただインテリアの邪魔にならん点は良かったなって思う。ということで、上のね、足りなかった部分が補足できたので、あとはもう整えていくだけだよね。ゴシゴシタイムでこうやって頑張って丸とか、あと気泡を埋めたとこボコッとしてるんでね、そこも一回やりたいし、まあこの後コーティング剤塗るんで、とりあえず軽くでもいいから全面やっとくと安定かな。なんで、このガンダムのガンプラの界隈の人たちに大人気の紙やすを使ってやっていきます。ここね、さっき液足したとこ、ここはこの液を足した段差ができてるんで、ここは鳴らしときたいよね、とりあえず。一応コーティングしたらもうほぼわからんくなるねんけど、この後。ここを鳴らしときたい、ちゃんと。こんな感じで。ねえ。やっぱり、時差配信になってたよね。何なんだろうね。私もたまにあるんだよね、普段。他のね、YouTube のゲーム配信とかよく見るねんけど、なんかみんなとコメントが違うなーって思って。私はパソコンで見るもんで、だいたい J ボタンを押すと、進む。パソコン版 YouTube ってね、キーボードの、L かもしんない。L で進む、K で止める、J で戻る。じゃなかったっけ？そんなんあるねん、パソコン版 YouTube。で、進むボタンを押すと、みんなと同じとこにたどり着けれる。気づかずに自分だけ5分前ぐらいおるやんみたいなパターン結構あるんだよな。スマホでも起きるんかな、それ。ちなみにスマホの YouTube はね、画面の、右の方を2回ポンポンって押すと10秒進むとかあるよね。戻るとか。ライブ配信中はもし最新のところを自分が見とるんやったら進むボタンを押しても何も起こらへんかった気する。今ってそういうさ、アプリの使い方何も説明ないよね。使ってるうちに覚えろ的な、そんなのが多い気がする今。紙やす。で、最初に、数字がさ、大きいほど細かいんだよね、確かヤスリってね。今240でこすっとるねんけど、この後に本当はもっと細かいやつで、こうするとなんか綺麗になるとか、そんなんあるねんけど、なんかそこはあんまり雑なんて意識したことないんやけど、ガチ勢の人たちは、この数字をどんどん細かくしていくんだよね、多分。最初に数字が少ないやつで、粗いやつで、がっつりめに削った後に、細かいやつで、こう、削るみたいな。そんなことやってるよね。
ね。で、こう削るとさ、ちょっと、なんだろうな、中側にいたさ、気泡の痕跡が現れるんだよね。これはレジンで埋めるってか、鳴らしてもいいし、まあ削っちゃってもいいよね、きっとこうやって。って思ってる。100均に紙やすっぽいやつあるんや。どうなんやろう。でもね、私紙やすじゃない100均のヤスリ、棒みたいなやつあるねんけど、あれは削りながら、ヤスリ本体も削れていくなって思う。だから、グレーの粉がめちゃくちゃ出る。削ってる時に。これで一回削れたかなって思うんで、また、この子で、粉を取りまして、ジェルクリーナーちゃんで。ほんまはね、水道でジャブジャブ洗いがいいっぽいねんけど、水道が遠いので、今ジェルクリーナーで取ります。まあ、このさ、気泡があったとこにポツってあるじゃん。私これはいつもね、もうコーティングする前に、この画鋲の先でちょいちょいって埋めとくレジンを。これはいつもやってる。わかるかな？気泡がある場所がね、白くなるんで、研磨の粉で。これ合っとるかわからんねんけど、やり方。これやっとくとなんかいつも綺麗にできてるから多分大丈夫かなって思う。画鋲の先っちょね、もう、すんごいちっちゃい穴で、ほじことかも入んないから、画鋲の先っちょでちっちゃい穴埋めといて、で、この後にヒートンつけて最後コーティングするって感じかな。でもこの工程を考えるとやっぱ初心者向けではないか。モールドから出すまではね、結構簡単かもしれんけど。うん。そしてこの後またどっかにヒートン穴を開けるんですが、今日使用するヒートンがね、おしゃんなヒートン、おしゃんっていうか、いつものネジネジ式じゃなくて、玉がちっちゃいのでね、こんなやつを使おうと思うんですが、ちょっと購入したのが5年前ぐらいだからね、どこで買ったか覚えてないけど、どこのショップにでも置いてあるかな？こういうヒートンとかマルカンとか使ってるショップやったら。よく見かけるやつじゃないかなって思う。なんでこれを入れたいと思いますが、まず、どこが上やっちゅう話。上は、ここかな？多分ここかなーって場所にヒートン穴を開けます。開きました。で、ヒートンもね、これ、光通るんで、レジンで入れちゃっていいかなと思う。モールドから出して綺麗そうでも、球体はヤスリがけした方がいいんですかって。なんかね、ヤスリを多分なんだけど、ヤスリをした方がコーティング剤がしっかりつきやすいみたいな、そういう原理っぽくて、やっといた方がよくはあるけど、正直やらなくても別にできるよなって思ってはいる私。でもなんかやるのが文化みたいなのあるよね。あとリールでさ、よくさ、ドボンコーティングバズりやすいからさ、なんかそういうの、動画を撮るときも、あえて全面削っとくとか、そうした方がなんやろな、沈めた時のインパクト強いからね。そういう手法かなって思ってる。ここにヒートンを入れます。今空気抜き中ほじこちゃんで。多分、削っといた方がコーティング剤が弾きにくいっていうんかな、つきやすいってより。弾きにくくなっとるんちゃうかなって思うけど、ただドボンコーティングの時って分厚くコーティングするからあんまり意味変わらんのかなと思いつつ、なんかさ、たまに研磨することで余計汚くなっちゃう時あるじゃん。傷の跡が見えるようになったり。まあ、メリットもデメリットもあるよなって思ってる、いつも。上手にできたらまた違うんかな。なんといっても研磨大嫌い人間なんでね。よし。で、ここにヒートンをポチッとつけて、
硬化します。今日全然コメントが読めてなくて申し訳なき。どこ行ったかな。お、函館吹雪ですだって。今吹雪ってことかな。あれ前半にね、函館やっけ札幌やっけ雪がちらほら降ってるって言ってる方いたけど、吹雪になったんかな、そっから。やっぱ寒いんだね、今日ね。なるほどね。メーカーによって弾くやつとか弾かんやつがあるんか。サッカー弾きにくいからな、粘土あるから。正直削らんでもいけてるよなって思うけど、とりあえず削ってみたね、今日は。で、この状態で、まあ、ドボンコーティングならぬ、ちゃんとついたかな。ちょっとここがね、今回ちっちゃいヒートンで心配なんで、ヒートン周り一周だけやっとこう。でもちゃんとついてそうな気するな。心配なのでね、ドボン中にペポって取れたりしたら嫌なんで。このヒートンの下のところを覆う感じで一周しておきます。これで取れんのちゃうかなって思う。そしてコーティングをしたいと思うのですが、今日は球体なんでいつもコーティングフロッピーチップでするんですが、本日はこっちの筆でやろうと思う。筆で、液はかける。つけるじゃなくてかける、私は。博多、雨風強いですって。九州の方の方たちもお天気崩れてる報告さっきからみんなしてくれてるね。よし。そして、皆さんこんばんはって。今来てくれる方もお疲れ様です。今からこれをバチコリコーティングしていくとこなんでね。よかったら見てってください。この状態で、今ね、なんかドボンするとさ、液がもったいなくて液いっぱい使うから、こんな感じ私。雑こんな感じでかけて、で、もう、いっぱい作るときはドボンする。液いっぱい、ここに溜めといて。1個しか作らんときとかは、やばい、ずれた。もったいないから、今みたいになんか、ぶっかけうどんみたいな感じで、ジャーってかけるだけ。で、ここに落ちた液使うみたいな、節約モードみたいな感じ。節約家なんでね。ちょっと待ってね、角度がおかしいカメラの。この辺かな。ね。で、いい感じにかかってるので、液が垂れてこないようにくるくるしつつ、全面に塗り広げていく感じだよね。なんか虹ができてる。虹みたいに見えていく。岐阜北部今朝初雪でしたよって。そっか。飛騨高山とか、あの辺りかな。昔、スキーに毎年行ってたから懐かしい。昼和の高原ってとこに毎年行っとったねん。よし、こんなもんかな。で、ポツポツがないかだけしっかり見ときたいよね。もう一回塗り直すとかないとめんどくさいから。今すごい綺麗な感じの気するけど。で、一箇所に液がね、たまらないようにくる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 しときたい。くるくるしつつ、ポツポツあったら取り除くみたいなしたいけど、そんなにない気がするけど、どうかな。なさそうな気するので、これでね、一回硬化しようかなと思います。塗り残しとかあったらやだ。ないかな。すごい綺麗に見えるけど。でね、ライトに入れた後もしばらくこうやって回したい感じ。なんで、それを忘れないように入れましょう。本当にない気がする。よし、いけー。常に回しくて見えんかもしれん。ここでこう回してる、頑張って。くるくる回してるねん。
15秒ぐらい回しとけば安定かな。あとはくる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 。あ、しまった。ライトが接触が悪くて光弱かった。あ、眩しくて何も見えない。きっとこっち、ちょっとこっち。携帯の時はハケでやってる。なんとなくカーブにフィットしてる気がしてね。普段はフロッキーチップでシェイカーのサイドコーティングとかしとるねんけど。どっちもどっちかな？一緒かな？子供をお風呂入れたり、後片付けしたりで見れなかったって。ねえ、きっとママさんたち忙しい時間でお疲れ様です。今ね、頑張って、ヤスリの片手で支えながら、こっちのジェルクリーナーでヤスリの掃除してる。でも、とりあえずね、今、1分固めた状態なんやけど、こっからもうちょっとしっかり固めときたいよね。今こんな状態やけど、もうちょっとだけライトに当てておこうと思います。リカバリーの方に一番時間使ったよね。これお掃除と、うちの方は朝から晴れたり、雨降ったり、また晴れたり、あられが降ったり、忙しい天気でした。ね、今日雨雲レーダーをね、私も一日見とってんけど、今日はね、雷雲みたいなやつが結構、ボコスカ流れてたから、天気の移り変わり激しかったよね、今日。そうか、今日、アナ雪じゃん、そういえば。せや、お子さん、アナ雪に夢中で寝ないでしょ、今日ね。見てないんじゃない今日。みんな、ごめん、目が眩しいってなってた。スマシーワールドはリニューアルしてから行ったことないなーって。でもね、うちの近所の小学校行ってたで。すごい高くなったのにね、ごめん、兵庫県の人しかわからんネタを喋って。行ってたで、小学生の子たちが遠足で。高くなったのに行くんやって思って。ジェルクリーナーさんで綺麗になったね。髪やすもね。ということで、一回お見せしたいと思うんですが。じゃじゃーん。こんな感じになりました。違うか。こっちが表か。あれ、どこや前がようわからん。ここが前か。こうやってやった方がみんな見せやすいかも。ここが前かな。ね、この状態でちょっと角度によって、いろんな色になるみたいな、そんなものが完成しましたね。これ、夕焼け、こうなるとなんかどんどん夜になっていくみたいな。で、結構ちっちゃいよ、2センチだから。何にするといいんだろうね。キーホルダーっていうよりはペンダントとか、ピアスにしてはちょっとでかいかな。ペンダントとかかなって思う。この大きさね。という感じでね、完成したのでした。角度で変わるから面白いよね。後ろから見るとこういう感じ。ちょっとここにも気泡あったのに気づけんかったな。あれここが取れんかったやつかな。これ今日当たった方に届く。っていうかやっぱりさ、最後にさ、クリアレジン流すやついらんかった気するな。ここ、色で良かった気するんやけどな。なんかこれいらん気がするわ。最後の5ミリクリアレジン流すんかなとか言って説明よくわからんなって言いながら流したやつ普通にカラーレジンで良かった気するな。いや、そんなことないか。違うか。モールドから出した後にクリア結局盛ることになるで、クリアでぼかしといた方がいいんかな。ちょっとこの辺はなんか、いや、モールドから出した後にカラーレジンのしたらいいんちゃうかな。かけとる部分。なんかね、もうちょっと自己流に改良して、ね、もし作るとしたらもうちょっと自己流版でやろうかなって思ってる。そんなものがね、完成したのでした。寝かしつけから戻ってきてくれた方もお疲れ様です。一回さ、落ちちゃったやつ探していいかな。落としたやつ。どこ行ったんだろう。ねえ、そうそう。空が動いて立体的でいいよね。もう一個のやつも見せたい。まあね、でもこういうやつって、色の濃度とか、落ちてた。雲の位置で全然雰囲気変わるんで、やっぱ何回か作って、
バランスを、こっち雲入れすぎたなって思った方やねんけど、今思うと、いや、雲の量、この2つの半分ぐらいが良かったんだよな。そういうとこも難しいよね。ね、そんな感じでできたのでした。これ、ペンダントにしてみようかな。今日の夕暮れが綺麗だったので写真撮ったのでレジンで再現してみたいって。そうやろ、私も今ね、スマホの待ち受け、昨日ジョギング中に撮ったこの夕暮れ写真。なんかこの時期の夕暮れってすごい綺麗だよね。そういうの再現できると楽しいよね、レジンって。これさ、プレゼント企画用にさ、するとしたら何がいいだろう。ネックレスよりはチャームとかにしちゃった方がいいかな。2センチの大きさって微妙じゃない？ 2 センチの玉皆様なら何になさいますでしょうか？ちょっと聞いてみよう。私なかなかこの加工、レジンが完成した後の加工のバリエが少ないんだよね、私。2センチの玉、みんなならどうする？聞いてみようと。そう、落としたら転がっていくから、そこだけ注意だよね。そうそう、夕方のさ、再現したくなるよね。なかなかね、自然の夕方の色すごい綺麗なの。再現するの難しいねんけど。で、仕事帰りにそんな感じの素敵な夕焼け見ると癒されますって。そうやねん。なんかノスタルジックな気持ちになるよね。やもんで最近さ、ジョギングしとるねんけど、今までは夜にしてたんだよね、夜の。夕ご飯の後とか。それを最近ね、夕ご飯の前、4時とか6時、4時、5時、6時ぐらいにジョギングしてるんだけどね、いい感じすごい。褒めてくれてる方も嬉しい。今来てくれた方で。アンブレラマーカー、ストラップ。キーホルダー、ネックレス。ねえ、私いつもやったらキーホルダーにするねんけど、今日はプレゼント企画でこれ両方とも気泡入っちゃってて売り物にならないから、プレゼントになると思うねんけど。ネックレス、しかもヒートもゴールドにしちゃったから、そうなると、ゴールドチェーンか、革紐かってなってくるよな。ポーチにつけたいって。確かにポーチにもちょうどいい大きさだね。そうなると、あれか。ただのチャームとかの方が使いやすいかな、ポーチには。こういう感じの。その方が気軽に使えるか。ネックレスにしちゃうとちょっと、ネックレスをしない派の人とかもいるでしょ、きっと。私がそうやねんけど。そう、フックピアスにしてもいいけど、ちょっとでかいかな、フックピアス。にするとしたらもうちょっとちっちゃいやつの方がいいかもしれないってなって。でももうあれ以上ちっちゃくなるとシート入れるときとかがめちゃくちゃ難しそうだよね。カニカンチャーム無難かなって思う。ポーチにつけるものでこういうさ、カニカン以外でつけるものってあるっけ、なんかそもそも。こっちの方がいいかな。これの方がいいか。これなんだろう、これもカニカンかな。大きさ的にこっちの方が良さそう。これアマゾンで買ったやつ。やっと面白いさ、電気の紐引っ張るやついいやん、めっちゃ。夜に電気を寝る前にオレンジから消したいときにこう引っ張るのあったよね、昔。今私リモコンのになっちゃったけど、昔引っ張ってた。先っちょになんかつけてあってんな。で、子供の時にそれ蹴って遊んどったね。電気の紐長いやつ。懐かしい。そこにこれつけとくのもいいかもしんないね。寝かしつけお疲れ様です。今帰ってきてくれる方がたくさんいる。ねえ、懐かしいよね、電気の紐。今はなくなったよね、今。もう私、今こういうリモコンで消えるようになっちゃったから。昔は紐だった。蹴って遊んでたもん。先っちょに動物のやつとかつけて、重たいやつ。
どうしような。強度重視で20巻にしようかな。入るかな。20巻でつけよう。みんな、まだ引っ張るやつある方も結構いて、懐かしいね。あの文化は切らしてはいけないものの気がする。確かに、引っ張るやつだったら、蓄光じゃなくてね、蓄光で作りたいよね。結構まだ引っ張るタイプの方もいてた。これね、ダイソーとかに売ってる釣り具コーナーにあるスプリットリングフライヤーかな。久しぶりに出てきたね。これでつけよう。20巻でして、強に仕上げよう。あれ、先日まで引っ張る紐ありましたってことはもう、引っ張る紐の文化終わっちゃったんかな。急に欲しくなったね。あれ、どうやって使うんやっけ。久しぶりやで忘れちった。どこに置くんやっけ、これ。できた。久しぶりすぎて忘れた。で、これを通しまして、よっと。うちの会社昼休みに毎日電気引っ張るので欲しいですって。そっか、会社で使ってるんや。贅沢でいいよね。でもさ、引っ張るってことはかなり強度いるよね。こういくじゃん。ってなると、ここのヒートンをネジ式にした方が良かったってなるよね。引っ張る用途、目的だと。多分今日使ったやつは、デザイン重視でシンプルなやつ使っちゃったもんで、強度がね、実は微妙なんだよね。今日はこんな感じの、ちっちゃくて見えない。今日はこんなちっちゃいの使っちゃった。もし、電気用にするんだったら、このサイズか、もしくはもっと強くしたいんだったら、もっと大きいネジ式ヒートン。どこ行ったやろう。もっとでかいやつ持っとる。あった。こんぐらいやったら多分取れんと思う。相当強く引っ張っても。普段使ったの8ミリやねんけど、こっち1センチね。1センチぐらいのやつで作品にネジ刺しとけば、ワンチャン電気引っ張るよういけると思う。強度が重視だよね。昔地震が来ると紐が揺れてるか確認しましたって、そういうの確認にもなるか。なんかさ、昔住んでたっていうか昔寝てた部屋を思い出して、キュンとなるね。キュンと懐かしくて。もう戻れないあの日々みたいな。でこっちもポーチ用のチャームにしようかな。そう、次回の配信は12月に入る上に200回なんだよね。ただね、このコマリンライブ数字ついてるじゃん、頭にね。これはまとめてみてくれる方が一応探しやすいように数字をつけてるだけであって、この数字ね、途中で間違っとるねん、たまに。一回飛んだり、なんか抜け取ったり。あんまり当てにならないこの数字。あと非公開にしたライブとかもあるからね。キャラクターもの使ったからなんか版権心配だからやっぱ消しとくか、みたいな。セーラームーンとか作った回とか、もう非公開にしちゃったるもんで。そういうのでね、いまいち数字が適当って感じ。わー、チャームになってよ。もうちょっとなんかつけると可愛いんじゃないこれ。ポーチにもつけれそう。丸に丸つけてもポコポコにしちゃえばいいんじゃないここにこういうチャームもつけて。変かなちっちゃいパールつけたら。それともなんか星とかつけた方が可愛いかな。一日子供に戻ってみたいってね。子供戻りたい。私高校生ぐらいに戻りたいな。今やったら当時より頭いいからなんかもうちょっとうまく立ち回れる気がする。高校生ぐらい戻ったらもうちょっとなんかうまいこといけるなって思う。ねえ、ノスタルジーって感じだよね。
20巻はね、ちっちゃくなるほど開けるのすごい大変になるからね、かなり役に立つね、スプリットさん。今ね、ここにつける、おまけでつけるチャーム探してる、チャーム。どうしようかな。丸に丸はなんか丸い気がするから、星とかがいい気がするけど、星のチャームとかあったかな。ただの星。ねえ、200回すごいって言ってくれてる。嬉しい。ほんまにここまで続いてるのも今、見てくれてる皆さんとかチャットをしてくれてる皆さんのおかげでありがたい。私ね、今日スレッズでちょっとつぶやいたねんけど、ついに新しいパソコンを今日ブラックフライデーの流れに身を任せながら買っちゃったもんでね。まあ、届くのが2週間後やねんけど、ちょっとカスタマイズしてもらうタイプのやつを買ったもんで。それで、ちょっとコマリンライブの質がもうちょっと上がるといいなって思ってる。あんまりそんなに詳しくないからね、機械に。それに変えたら質が上がるんかもよく分かってないねんけど、とりあえず、9月ぐらいにデスクトップパソコンで配信した時にいろいろおかしい点があったじゃん。あのあたりからみんなに教えてもらった知識で、次買うんやったらこれやなってやつを絞り込んどったねんけど、それをついに買ってしまった。グラボとか最新のやつにしてみた。とにかく今までの人生で一番高いパソコン買ってみたからね、2週間後ぐらいから使ってみようと思うんですが、コマリンライブが変わるのか果たしてと思っていますのでね、お楽しみに。どうなるだろうね。もうちょっとさ、良くなるといいなって思ってるんだけど、まあ、カメラも変えた方がいいんやろうけど、カメラは次かな。とりあえず大きな目標だったパソコンをね買ってみたので、お楽しみにという感じでした。なんか2個だけあるこの謎チャーム使ってみようかな。なぜか2個だけ余ってる。合わないかな、このキラキラ。結構合うか。あんまり合わんかな、花。いや、可愛いんじゃないか。しまった、止まってた。一回水飲もう。2時間ぶっ続けで喋ってた。電気の紐にめんどくちゃんも可愛いやろうな。みんな引っ張るやつ欲しいって言ってくれてる。ありかな、引っ張る用の強度強めのチャーム作るのもね。200回お祝いしようとしてくれてて嬉しい。199回すべて見てますよってすごいな。いや、もうそういう全部見てくれてる方はさ、私の変化とか全部気づいてるんだろうね。喋り方変わったなとか、口癖直してってるなとかも気づいてるんじゃん。私すごい初期から改良修正喋り方とかね、結構時期によってこういう喋り方を試してみたり、ああいう喋り方を試してみたりってやっとるねんけど、毎回見てる人はそういうのもわかるんだろうね。多分私のお母さんとか旦那より私のことに詳しいんやろうなって思う。こんな感じで、4ミリ間でつけてみよう。ね、ありがとうございます。いつも見てくれる方もね。そして最近知ってくれた方とかも嬉しいし。なんやろな、お仕事ですごい忙しいのにね、たまにできた時間で一生懸命追ってくれてる方もありがたいなぁと思う。これ以上質が上がってしまったら余計にね、落ち組が増えそう。増えるかな、どうかな。でね、私、多分だけど、音質が上がると思うんだよね、パソコン変えたら。私ね、マイクを自分が好きな配信者さんと同じやつにしたんだけど、高い。でも、全然音質が一緒にならないんだよね。で、OBS の有料プラグインとかも入れて、なんかいっぱい勉強したけど音質が上がらないから、多分そこに関してはパソコンのせいだなって思ってるもんで、音質は上がるんちゃうかなって思ってる、その新しいやつにしたことで。画質はわからん。ようわからんって感じ。みんながパソコンすごいって言ってくれてたね。そう、頑張ってね。我慢してってか、いつ買おうって、悩んどったけどね。ちょっと思い切って、このブラックフライデーという流れに身を任せ、ゲットしてみましたので、お楽しみにっていう感じでした。
すごく可愛いので、このノスタルジックな球体モールドをこの後作りたいと思いますって。やったー、うまくいくといいなー。細かいとこのさ、リカバリーが大変やったけど、モールドから外すとこまでは結構単純やったと自分では思っとったねんけど、みんなからしたらそうじゃなかったっぽくて申し訳ないねんけど、半円貼り合わせの気泡リスクよりは全然簡単かなって思った。できたーん。ということで、珍しくね、ポーチとかにつけれるようなちっちゃいチャームさんにしてみましたが、いまいちこの、なんやろうな、色味というか、角度によってすごい見え方が違って面白いところがみんなに伝わらないっていうか、白背景とかの方がいいんじゃない？やっぱ。白背景にした方がみんなに伝わる気する。でも白背景にすると、このチャームが落ちていく。ね、こういう感じになっております。わー。でもやっぱ黒く見えちゃうな、配信やと。もっと明るい。あ、わかった、これ。つければいいんじゃないこうやって。そんでもわからんな実際の色が。また写真アップするんじゃないかなって感じですね。作家のためのレジンも安くなってた？なんか、楽天とか Amazon で珍しく安くしてへんかったっけ？公式も 10% オフやった気するけどね。ね、ポチしてくれてありがとうございます。使いやすいといいなぁ。半年ぐらい無言で見てました。だって。そっか、でも多分、もうめちゃくちゃ見てるけどコメントしてないって方もかなり多いと思う。多分、このコマリンライブコメントしてない人の方が多いからね、8割ぐらいで。でもね、してなくてももう、ね、十分伝わっておりますのでね、いつも見てくれてる方2回言った。ありがとうございます。Amazon 限定ボトルポチりそうになった。あれで私今。ていうかね、全種類の作家のためのボトル持ってるんだよね、私に。Amazon 限定のやつこれちゃうかな今、Amazon 限定。違うかなこれじゃないかな違ったっけこの2つじゃなかった違うかな去年のやつかなもしかして。なんか限定出してたよね、Amazon 限定ボトル。これは一昨年かな去年かなわからんくなっちゃった。とりあえず全種ある。全種ここにある。ここに。全種が。もうこの棚に入らんくなってね、下のところにも入れてあるねんけど。多分、クロッチャも全種は置いてないだろうから、私だけだと思う。この世で作家のためボトル全種持ってるの。ということで戻ってきまして、ちょっと今日作っとったやつでも見せておこう。チャットを読みながら。ちなみに今日はね、一応明日予定があるもんで、長くはやらないんですが、もうちょっとチャットをね、今日全然読めてないんで読みたいなって思ってるので、作品を見せつけつつ読んでいきたいと思っておりますよ。ついでに机の上も片付けたい。ね、今日はブラックフライデーで買っちゃった系の仲間も結構いるかなって思う。定期便届きましたの報告もありがとうございます。同梱してもらったもの違うやつ届いたら間違えてんね、多分。検品する、梱包する主婦のパートさんが間違えたと見た。多分メールしてもらったら、新しいの来ると思うんでね、メールしてみてくださいね。お手数ですが、小森さんの喋り方や声質も変わってきてますよね。だって。どうなってるんやろ。ちなみに、インスタライブやばいよね、インスタライブ。過去の。インスタライブアーカイブ。だって私、敬語だもんね、ずっと。だいぶ違う。全部敬語はさすがにだいぶ違うものになってるんじゃないかなって思う。ほんで、テレビ 4K 有機 EL に買い替えたってすごい高いやつだきっと。今テレビもさ、電化製品や上新とかあのあたり行くとさ、いっぱい並んどってなんか高いやつの画質めちゃくちゃ綺麗だよね。それが多分その今書いてくれてるやつやもうわからへんねんけど何がなんだか
うん。あ、ほんとや、お腹の音とかもっとしっかり聞こえるようになっちゃうかも。どうしよう。お腹グーって音とか。なりそう、なりそう。どうしよう。ほんでもってきた。あ、チャームが可愛いって言ってくれてて嬉しい。ね、今日いっぱい作った。あとこんなんも作った。こっちは昨日作った。てか今モールドのサンプルをね、作る仕事してるから、ここに並んでる花のやつはこのサンプルに作って、昨日はこんなん作ってた。縦バージョンこの前作ったニュアンスカラーたちの。なんかリアル花柄みたいにしてみたで。あ、ライトがついておる変かな。かすみ草となんか謎の花のかけらたちを入れ、リアル花柄を作ってみた。こんなやつも昨日作ってた。どんどこ隙間時間でどんどこ作ってはいる。あとはメンダコがいっぱいいるからなんとかしたい。ね、さっきメンダコが水道に流れそうになってたってね、書いてくれたかって言ってたけど、このちっちゃいの流れるよね、これ。水道の穴も越えそう。メンダコもいっぱいいてた、大ピンチって感じ。あとはね、福袋の中身とかもいっぱいあるねんけど、そろそろ解禁できるよね、もうちょっとしたらね。ねえ、つるぴかはげまるくんなったよね、今日ね。なんか、誰か、猫好きのスマホなっとるで。ずっと、なんやろあれ。ほんで、ぴゃーっと見ていくと、あ、すごいコメントがたくさんしてもらえてた。ありがとうございます。マイク変えてから聞こえやすくなってますよねって。嬉しい。どこで変えたかも忘れちゃったけど、多分さすがにこれは、このマイクはね、3万ぐらいするやつだからよくなって、5000円から3万円のやつに変えたから、まあ、やっぱりそういう機材って価格相応なんだろうなって思う。だからもうちょっと頑張ってカメラも変えたいって思ってる。インスタライブ、敬語で声が低く聞こえますねって。そうそう、そんな感じ。テンションも低いんちゃう多分。わからへんけど、もうなんか恥ずかしくて聞けない昔のやつ。あ、楕円のやつが好評で嬉しい。これ8色作ってんけど、ミモザカラーだけ入れ忘れて、ミモザカラーもどきだけ作っちゃったなぁ。ほんで、そうだね、後輩たちの音もしっかりチェックしていきたいよね。楕円のやつ好評で嬉しいなぁ。めんなこちゃんもさ、こんなん買ったねん。これはメルカリのなんか余ってたポイントでメルカリで買ってんけど、超ちっちゃいヒートン買ってみてんけど、これ多分ね、一番ちっちゃい子に入る。2.8 ミリやったと思う。このヒートン。これね、一番ちっちゃい子の頭に乗ったんだよね、見事に。こんな感じで。だから、これでなんか作れそうって思う。王冠はね、乗らないよね、多分この子。あれ違う。これじゃない、一番ちっちゃいの。違った。もっとちっちゃい子おるねん。でもこの子にも乗った、確か。ちっちゃいからすぐどっか行っちゃう。2.8 ミリのヒートン。これは乗った。ギリギリのギリで乗ったねんな。ツルツル滑って乗らない。頑張ってうまいことつけようと思う。これがいけたよね。これはもう、ローガンズの方は、無理かな、これは。ちっちゃすぎて。福袋の中身は12月にわかるっぽいから、あさってだよね、きっとね。あさってわかるはずって思ってる。どうかな？ちょっとごたごたしてきた机の上が。まあ、この配信ではちょっと小出しにしてきたけど、両面ライト入ってるのと、レジン、もう公式に書いてあったから言うと、500グラムレジンボトル入るらしい。私もまだ知らんねん。500っていうのは、この星の雫が500なんだよね。で、作家のレジンがこんぐらいだから、
この作家のためのレジンの500バージョンが福袋に入ってるらしい。まあ、福袋って大体さ、モールドとかいっぱい行きすぎて液なくなるじゃん。で、まあ、レジン液はあるに越したことないよね。どんな柄のボトルかとか私はまだ知らないって感じ。で、モールドは、私がちょっとネタバレ時々しとるねんけど、アルファベットモールド入るね、超でかい。いつも私が作ってる、ショートで作ってるアルファベットの、まあ形が違うようなやつ。もうちょっと丸文字っぽいような。アルファベットモールドはとりあえず入る。そんな感じだよね。それはサンプル作った私が。そう、もう12月早いよね。みんなやっぱりちっちゃいさ、メンダコちゃん見えてへんかったで。ローガンズの皆さん見えへんかったよね。500でっかいでしょ。私この星の雫3年前から使い切れてないんだけど、これを使ってる途中に作家のためのレジンの開発になっちゃってんで、そっちの液ばっか使うようになったから、まだこんぐらい余ってる。200ぐらい余ってるかな。たまに使うけどね、はい、高速効果したい時とか仮付けとかしたい時にこのでかさが出るらしいで。ただ何やっけな、普段販売しちゃうと定期便の価値がなくなっちゃうらしくて、定期便って安くなってるじゃん、普通のレジンより。買えば買うほど安くなってくっていう形で、それの存在意義がなくなっちゃうから、普段の販売ができないって言ってたな、そういえば。500は好評っぽいね。雪だるま真っ白ってなんやろ。お外雪だるまできたってことかな、それともレジンの雪だるまかな。大丈夫かな。丸みがあるアルファベットモールドあります。どうしよう、被ってたら、もし買っちゃった方がね。でも多分あんま見たことないやつだと思う。よく売ってるやつとまた違う感じやったで、結構あるやん、アルファベットモールドってバリエ豊富やん。その中でもあんま見たことない形やった気はする。福袋勇気を出して初めて買いました。ありがとうございます。ただ私、開封配信するはずなんでね、もう今お財布寒いから無理やって方は一緒に開ける気分味わってもらえると思うんでね、無理なく検討してもらえたらと思っておりますよ。たくさんコメントありがとうございます。確かにボトル詰め替えるのもありだよね。なんて話してるうちに、1個だけおやつ食べていいかな。なんと、1個食べていいかな。なぜなら、11月で賞味期限終わるやつがある、1個。ちなみに今日の手袋最後に見せとこう。今ポチりましたって方もありがとう。中身わからんくていいって方は、12月1日に中身公開やねんけど、公開する前やったら 10% オフらしいんでね、クロッチャショップでよかったらご検討ください。資材が溢れてる方は買わんでいいと思ってるから、私無理に進めたくない気持ちはある。本当に作るものも決まってなくて、なんかいろいろ買ってみたいよって方が検討してもらえたらなと思っております。ほんでね、食べたいやつ、これ怖いやついい？食べて今日。だってね、これ賞味期限今日もう終わる、賞味期限が。だから食べたいねん。怖いけど、なんかずっとこの怖いまま取っときたかったけど、ついに期限が来てしまった。なんかすごいコロコロ転がってる。ここでいいかな。これ食べていいかな。これはね、もう開封配信の時から衝撃だったよね。私の手が利くモールドにならんかなって言ってくれてる。嬉しい。ヘボい絵をモールドにしてもいいのかな。そう、たくさんあっても買うので、資材用になっちゃうよね。そういう感じで、収納場所ないのに買っちゃったって方もいてるしね。こっちか。こう来て、これ
大阪のイベントでこまりこさんにいただいたものなんですが、取れた。なんか箱がどんどん開けるたびに硬くなってるの、なぜって感じ。これ、まずこう開けると入っておりますね、紙がね。ね、これはこれを開けると、なんと、赤い靴の歌詞が書いてありますね。赤い靴履いてた女の子、偉人さんに連れられて行っちゃった。私ここまでしか知らんかってんな。横浜の埠頭から船に乗って偉人さんに連れられて行っちゃった。今では青い目になっちゃって偉人さんの国にいるんだろう。赤い靴見るたび考える、偉人さんに会うたび考えるって。なんかこんな悲しい歌やったんやってびっくりしたし、昔やっぱひいじいちゃんとかいいじいちゃんかと思ってたよね、偉人さんじゃなくて。ひいじいちゃんに連れられて行っちゃったと思ってたもん、私。だから怖くなっちゃったよね、これしっかり読んで。ということでね、これをやっとこさ、食べちゃおうかなと思っておりますよ。怖いよー。怖いよーんって震えてる。光が反射して全然見えないね、これ。すごいクオリティ高い。ひいじいさんと思ってたよね、やっぱりね。そう、2番とかあるのも知らんかったし、なんか3番の青い目になっちゃってか怖くない？どういうことなんやろ？何が起きて青い目になる？向こうに染まったってことかな？外国に染まっちゃったってことなんかな？ちょっと私人形にされたのかなとか思ってすごい怖くなったんだけど、そういうわけじゃないよね、きっと。青い目にどうしたらなる？なんかこの歌の意図が知りたい。作った人に聞きたい。なんでそんな歌にしたって。でもひいじいちゃん仲間多いな。そう、目の色変わるの怖いでしょ？意味わかんなくない？怖い。そして赤い靴が入っておりますのでね、こちらはね、期限切れということでいただきたいと思いますが。あ、カラコン？ギャルデビューしたってこと？ギャルデビューっていうか、陽キャデビューみたいにしたんかな、外国行ってね。そういう感じやったらいいねんけど、何があったんだろうなって。絵もちょっと怖めですね。そう。この絵も怖い。怖い。私は人形にされたと思ってましたって。私もそういう感じに聞こえちゃって怖くなった。人形にされる。カラコンは現代。偉人さんに連れられてたのは多分昔本当にそういう時代があったと思うんだよね。そういう時の歌じゃないかなって勝手に予想。ちゃんと靴になってる。ローファーみたいになったで。包みから出したらローファーが出てきた。でもいい匂い。ね、これ期限切れ間近に気づけたのでいただきたいと思いますよ。ちょっと偉人さんに連れられてギャルデビューっていう替え歌にされてる。もう完全なチョコ。マイクチョコだ。嬉しい。こういうの私余計なの入れてない方が好きやね。嬉しい。チョコ、そのままのチョコで来てくれて嬉しい。靴大きかったね。怖いから、カラコンで、外交デビューしたみたいな、そういうことにしとこっか。全部チョコだった。確かにチョコが赤くなくてよかった。赤いチョコだったら食べづらいや。なるほどね。ローファーに、カラコンに、あとはルーズソックスが揃ったら、完璧だな。新横浜のお土産なんだ。じゃあ私、2月に横浜オフするときにこれ探してみるね。どんな感じで売ってるか。気になるよね。ちょっとググっていいかな。赤い靴なぜ青い目ってググっていいかな今。気になる。赤い靴なぜ青い目。絶対誰かさ、ヤフー知恵袋で聞いてるでしょ。同じこと思った人。何これ。赤い靴のモデルとなった岩崎きみさんは青い目ではありませんでした。
モデルがおるらしいで、赤い靴の歌に。ほら、やっぱりヤフー知恵袋で聞いてるもん。聞いてる人いるもん、これ。ネットが重たくて開かない。元の人がいるらしい。すごいすごい。キミさんについて書いてくれてるじゃん。キミさんは9歳で亡くなった。私たちと全く同じことを疑問に思ってヤフー知恵袋で聞いてる人がいる。この女の子は実在した子で、歌ではわかりませんが、実は偉人さんに引き取られて、外国に出る前に病気になって、病院で亡くなっているんですね。ですから本当に青い目になると思っているのではなく、野口飴状、読み方わからん。が、亡くなった女の子の魂が本当は行くはずだったアメリカに行っているのではないかなという思いを馳せて書いたものだと思います。とか、すっかり外国に慣れて外国人と同じようになるということを、目が青くなるということで、比喩表現したものだと思いますとか、いろいろ返答が来てる。アメジョウさんじゃなくて、ウジョウさんだった。つまり、この連れられてった子は、アメリカに行く前に亡くなっちゃってる、病院で。だからなんか、続きを予想したというか、亡くなっちゃって残念だから続きを考えた歌なのか、外国に行ったことを比喩表現したのか、なんかそんな感じ、ちょっと深い。お風呂入ってきまして、ありがとね、お疲れ様、またね、ゆっくりしてきてね。シャボン玉って怖い歌なのかな？カゴメとかも怖いんでしょ、これ本当は。私これ、後で食べるつもりなんで、このセットはちゃんと取っとこうと思う。カゴメは聞いただけでも怖い雰囲気あるもんな。やばいよ。夜にこんな話したらみんなどんどん怖くなってくるで。でも多分今みんなで考えたら怖い歌いっぱいあると思うんだよね。実は怖い歌みたいな。シャボン玉が怖い歌らしい。それはちょっと気になるね。シャボン玉は幼くして亡くなった子のチンコンカって書いてある。チンコンカで合ってる？これ確か。アニメで聞いたことあるで合ってるはず、この読み方。そういうことか。なるほど。なんか検索したら悲しくなってきた。怖くなってきたか、やめよっか。夜怖い夢見るからね。ちょっと私の作品見といて、心洗ってもらったらって思う。これが好評で嬉しい。これはね、ローマ字をつけるか迷ったんだけどね、この後に。ちょっとこのままで一回写真撮ろっかなと思ってる。ね、そんなものも。さっきから転がりまくってる。そんなものもね、作りまくっていた1週間なのでした。グリム童話とかもね、実は本なかったっけ？実は怖いグリム童話みたいな。グリム童話。一回読んだことあるわ、そういう本。実は怖い内容多いみたいなね。ねえ、シャボン玉も悲しい歌だった検索したら、ちょっと本当に悲しくなりそうでやめといた。でも結構ね、童謡とかそういうのって、裏の設定とかあったりするよね。ちょっとマツケンサンバ歌い出してる方がいる。やっぱマツケンは最強だなぁ。メンダコちゃん4種の大きさ並べたの見たいって、並べる。この前、
この前のライブもなんか違うとこに並べてたもんね。メンダコは結局ライブの後に作ってて、全く同じ色の液を流したら勝手にグラデになることに気づいたんだよね。ライブではそれぞれ違う色で流しとってんけど、モールドの大きさが違うから、色の濃度が勝手に変わってくれるからね。同じ色流すだけでもどんどん勝手に薄くなってくじゃんって気づいたね、この前。作ってて。いちいち4色用意しなくていいじゃんって。ほら、こんな感じ。どんどん薄くなってく。全部同じ着色剤で流したやつやで、これ。だから何も考えずに流せばいいんだなって思った。でもやっぱちょっと濃い方が可愛いかな。とりあえずいっぱい作ってみてる。でもこの後どうしようって思ってる。とりあえず流して増やして流して増やしてを繰り返している状態。じゃーん。どんどん増えてきましたー。ねえ、かわいいよね。今いっぱいいる。で、一番ちっちゃい子は本当になくなりそうになるから注意だね。そうそう、メロディーが明るくて暗い歌とか結構あるんだよな。暴れん坊将軍やる？ほんま？暴れん坊将軍17年ぶりドラマ化決定でしたってすごい。マツケンがやるんかな？それとも違う俳優さんが主人公やるんかな？でも最近のマツケンのコラボっぷりすごいよね。モフサンドともしてたしね、今日コマリッコさんの投稿で見たねんけど。それはすごい。メンダコちゃんみんな褒めてくれて嬉しい。かわいいよね。またいろんな色も作ってみようかなと思ってる感じでした。そんな感じで今日は遅くまで皆さん雑談にお付き合いいただきありがとうございました。次回仮の200回配信何作ろうかな。まだね、セリアの新作で作ってないやつ結構あるんで何個か行くかもしんない。まだ決まってないという感じなんですが、定期便のね、これをどっかの回でやろうと思ってるんだけど、今月ね、困り会だからって取ってくれた方が多いんでね、これは、来週の金曜日くらいになるかもなって思ってる。まだ届くの待ってるって方がいるんで、1週間後ぐらいにこれやるんじゃないかなと、一応予定しております。そうやね。定期便の見たいってみんな言ってくれてて嬉しかった。もう上様年明けにありますよねって。そうなんや。マルキューでポップカフェとかもうめちゃくちゃだね。だから今若い子とかお子さんも好きなんだろうね。101匹ワンちゃんのモールド見かけたんですが、それは新作ですかって。あれ？新作じゃない？それは。あったっけ？あれ？なんか聞いたことある気すんな。セリアかな？でもディズニーシリーズそろそろ来てもいいと思うけどね。ミッキー、ミニー、プーさん、ティンカーベル、あれなんだっけあの子。アリエルじゃなくて、ラプンツェル出たから他のやつが来てもおかしくないなと思ってる。101匹ワンちゃんは果たして新しいやつなのか、それともなんか昔で言ってたやつなのか。セリアに出たんや、101匹ワンちゃん。ってことはまだディズニー引き続き出してくってことだね。またね、見かけたら、ちょっとゲットしたら紹介したいと思いますが、最近のセリアの勢いほんますごい。この配信でね、毎回違うものを作るっていう縛りを設けてる私にとっては本当にありがたい。いろいろ出してもらえると、被らなくて助かるって思ってる。ねえ、そういう情報も教えてくださって本当にありがとうございます。レーダー発動。みんなディズニーモールド出るとセリアからまだまだ出るとしたら、これ出てほしいってやつある？もしかして、セリアの方がワンチャン、でも、配信をね、チェックしてくれてる人が内部にいそうだなっていうのは感じ取るねんけど、さすがにこういう雑談がめちゃくちゃ続いた後の、
後ろの方は見てないかもしれん。ディズニーでこれ出てほしいなってやつあったらね、ここに書いとくとワンチャン届くかもしれない、セリアの方に。だってフロッキーチップがさ、レジン用で出たもんね、ダイソーのやつが。あれは絶対ネットチェックしてないと出てこない発想だからな。また出たのか。多分出たよね。101匹が出たっぽいよ。あ、お疲れ様でしたって言ってくれてる方もありがとうございました。定期便今月のためにスキップしてましたって。大丈夫。結構みんなそれやってるっぽくて、なんか大丈夫っぽいよ。ね、ありがとうございます。私のね、回のカードなど狙ってくださってる方も。そっか、ディズニーコーナーも見てきたんけどなーって。ね、置いてある場所が違う時あるもんね。あ、私もアリスは欲しいな。ベルちゃんのバラが欲しいですって。ピクサー系お願いしたいなって。ほんとや、ピクサー系はまだ出てないか？スティッチとモンスターインク。あ、チェシャ猫もいいね。マリーちゃんも私好き。アリエルもいいよね。プリンセス、シンデレラとかも出してほしいよな。プリンセス系は全部可愛い気がする。ただ、ねだっけな、ラプンツェルがいまいちラプンツェルやなかってんな。思い出せ、でもやっぱ私、ダッフィーちゃんとか出してほしいねんけどな。それは難しいんかな。おー。そう、セリア、出るのっていうか出たっぽいね、101匹ワンちゃんが。101匹ワンちゃん101匹作るのかい。あ、ベイマックストイストーリー。そうだよね。それも欲しい。ジブリはね、絶対ならなさそうだね、グッズ化は。なんか厳しくない？自分とこ以外で売ってないイメージある、ジブリは。そういうのいっぱいあるよね。そうそう、ダッフィーフレンズあたりの、あの辺のモフモフチームが私好きだからね。そんなディズニーは詳しくないねんけど、可愛いなって思ってるから。そういうのも出てほしいなって思ってる。ね、皆さんのこの、要望、こういうの欲しいっていうのも教えてくれてありがとうございます。そして、そうだね、今日はこの辺りで終了にしたいと思いますので、皆さん土日も気をつけてお過ごしくださいね。まだまだ天気が崩れてる。あと、ちょっと気になってるのが全国的に地震が増えてる気がするから、やっぱね、能登もまだ揺れてるし、気をつけましょうという感じでした。ということで、来週の配信は、月曜日の、そうだよね、月曜日の12時に行いますので、またお時間ある方は遊びに来てください。はい、お疲れ様でしたのコメントやね、アーカイブ見てくれる方もありがとう。それではゆっくりお休みくださいね。じゃあまたね。バイバーイ。